恐ろしいニンニクエピソード7。ツタンカーメンの呪い、心に残るラブストーリーと考古学上の悪夢。プロローグ、夕暮れの黄金色の抱擁の中、王家の谷は静寂に包まれ、古代の脅威と謎の永遠の宝庫となっています。その波打つ砂は過ぎ去った時代の名残を抱きしめ、耳を傾ける勇気のある人々に壮大さと神秘の物語を囁きます。風景に点在する静かな万人の中で、ツタンカーメンの墓ほど興味をそそり、魅力的なものはありません。エジプト。ツタンカーメンの墓は、古代の栄光と壮麗さの記念碑です。エジプト。この夜、谷はまるでこれから起こる重大な出来事を予感して息を止めているようでした。古代世界の秘密を解き明かす専門知識で知られるベテラン考古学者ジョナサン・リバーズ博士がツタンカーメンの墓の入り口に立っていました。彼の隣では勇敢な探検家チームが松明や道具を携え、内部に隠された謎を解き明かすという確固たる決意で、時を超えた旅に出発する準備をしていました。太陽が地平線の下に沈み、空一面に金色の光が広がる中、リバーズはチームを率いて墓の中心へと向かい、彼らの足音が古代の石壁に静かに響き渡った。空気は埃と古代の匂いで充満し、期待と畏敬の念がはっきりと伝わってきた。松明の揺らめく光が通路を照らし、壁に刻まれた複雑な象形文字を浮かび上がらせた。これは古代エジプト人の技術と職人技の証である。それぞれのシンボルは物語を語っているようで、時の砂に埋もれた物語の断片であり、墓の奥深くまで踏み込む勇気のある人々によって解明されるのを待っている。暗闇の中を進んでいくと、気温が下がってきたようで、リバーズの背筋は震えました。それでも、好奇心と決意が彼を突き動かし、彼は進み続けました。なぜなら、彼はツタンカーメンの墓の中に何千年もの隠されていた秘密を解き明かす鍵があることを知っていたからです。ついに彼らは内室にたどり着いた。そこには、松明の柔らかな光に包まれ、静かに横たわるツタンカーメンの石棺があった。その金色の表面は暗闇の中で輝き、古代ファラオの富と権力の証であった。しばらくの間、リバーズは目の前の光景に畏敬の念を抱き、その制作に注がれた職人技の美しさと精巧さに驚嘆した。しかし、石棺の素晴らしさに感嘆しながらも、意識の端を蝕む不安感を拭い去ることはできなかった。なぜなら、彼は、その金色の墓の中には、遥か昔に亡くなった王の遺体以上のものが眠っていることを知っていたからだ。ツタンカーメンは、想像を絶する財宝、エジプト古代の謎を解く鍵となる工芸品や遺物と共に眠っていた。しかし、影の中にはもっと暗く不吉なものが潜んでいた。詮索好きな目から墓の秘密を守るためにかけられた呪いだ。リバーズはその存在を感じ取った。邪悪な力が彼を取り囲み、その手中に捉えようとしているようだった。しかし、周囲に漂う不吉な雰囲気にもかかわらず、リバーズは興奮が血管を駆け巡るのを感じていた。なぜなら、彼は歴史の流れを変える可能性のある発見の瀬戸際に立っていることを知っていたからだ。それは、過去の謎を解き明かし、何千年もの隠されていた秘密に光を当てるチャンスだ。そして、最後の陽光が空から消え、谷間が暗闇に包まれると、リバーズはどんな犠牲を払ってでもツタンカーメンの墓の秘密を解き明かすと静かに誓った。なぜなら、王の運命、エジプトそしておそらく世界そのものの運命がかかっており、真実を明らかにする鍵を握っているのは彼だけだったからだ。第1章、古代の愛と呪い、パート1、ツタンカーメンの愛の物語。エジプトの太陽のぼんやりとした輝きの中、賑やかな都市はジベス活気に満ち、通りには商人、職人、僧侶が日常生活を送っています。都市の喧騒の中、王宮の壁の中で、愛の物語が繰り広げられました。それは、これから数千年にわたって永遠の広間で囁かれる物語でした。若くして権力を握った若きファラオ、ツタンカーメンは、自室のバルコニーに立って、眼下に広がる大都市を眺めていた。
額には王冠の重みを背負っていたが、彼の心は国家や統治のことからは程遠かった。その代わりに、彼の心を繊細な手で握っている人、彼の最愛の王女であり女王であるアンケセナーメンのことばかり考えていた。宮殿の混雑したホールで二人が目が合った瞬間から、ツタンカーメンはアンケセナーメンが自分の王妃になる運命にあることを悟った。彼女は天井の美しさを放ち、黒炭の髪が細い肩の周りに波打って流れ、その目は知性と基地に輝いていた。彼らの求愛は、盗み見やささやき合い、帝神たちの詮索好きな目から隠れた秘密の会合の嵐だった。そしてツタンカーメンがついに星空の下で彼女への愛を告白したとき、アンケセナーメンは心を燃え上がらせるほどの熱烈な愛でそれに苛えた。二人は時間と空間の境界を越えた絆、つまり星踊り児と同じくらい永遠の愛を育んでいた。宮殿の豪華さの中で静かなひとときを共に過ごし、ツタンカーメンとアンケセナーメンは互いの中を楽しみ、ホールに響き渡る音楽の旋律と笑い声が混じり合った。しかし、彼らの愛は試練と苦難のないものではなかった。ツタンカーメンの知性は、あらゆる点で困難と危険に満ちていたからだ。父王の遺産の影が彼の上に大きく立ちはだかり、統治に不確実性の影を投げかけていた。そして影の中には彼の権威を弱め、自分たちのために王位を主張しようとする者たちが目に見えず、声も聞こえないまま潜んでいた。しかし、これらすべてを乗り越えて、ツタンカーメンとアンケセナーメンは団結し、彼らの愛は暗闇に包まれた世界に希望の光となりました。彼らは共に敵に立ち向かい、引き裂かれそうになった嵐を乗り越え、日を追うごとに絆は強くなっていきました。しかし、彼らの愛が花開いた時でさえ、彼らの幸福には影がかかっていました。それは、彼らの理解を超えた力によってかけられた呪いでした。ツタンカーメンは、その知恵と先見の明によって、愛する王女と将来の子孫を危害から守るための措置を講じていたのです。そして、結婚の前夜、二人が星空の下に立ち、永遠の献身の誓いを交わしたとき、ツタンカーメンは神々の力を呼び起こして二人を危害から守った。彼は二人の墓に呪いをかけた。それは人間の手が及ばないところで、二人の魂が永遠に結びついたままであることを確実にする強力な呪文だった。彼らは自分たちが引き起こした呪いの本当の規模も、その結果として解き放たれるであろう恐怖もほとんど知りませんでした。ツタンカーメンとアンケセナーメンは、愛を守ろうとする中で、知らず知らずのうちに歴史の年代記に響き渡り、エジプトとその国境内に住むすべての人々の運命を形作る一連の出来事を引き起こしたのです。しかし、今、広大な夜空の下に二人が立ち、限りない愛で心を結びつけているとき、ツタンカーメンとアンケセナーメンは、これから待ち受ける闇に気づいていなかった。大切なのは、今この瞬間、つまり、二人の愛、献身、そして無限の可能性に満ちた未来への約束だけだった。第1章、古代の愛と呪い、第2部、呪いの起源。太陽が地平線の下に沈み、空がオレンジと深紅の色合いで燃え上がる中、ツタンカーメンとアンケセナーメンは、迫り来る運命の重圧に心を痛めながら、宮殿の神聖な部屋に一緒に立っていました。彼らの周りでは、揺らめく松明が壁に踊る影を落とし、儀式に厳粛な雰囲気を与えていました。愛と義務から生まれた決意の感覚で、ツタンカーメンは愛する王女の方を向き、その目は内なる炎で輝いていた。アンケセナーメンと彼は言った。その声は王の威厳を響かせた。我々は偉大さの断崖に立っているが、我々の道は危険に満ちている。神々は時空を超越する愛を我々に授けたが、彼らでさえ敵の陰謀から我々を守ることはできない。アンケセナーメンは揺るぎない愛情で愛する人を見つめ、いつの日かファラオとして彼女と共に統治することになる男の姿を見て、彼女の心は誇りでいっぱいになった。主よと彼女は答えた。その声は柔らかくも毅然としていた。私たちは一緒にいれば、どんな敵よりも強いのです。
あなたが傍らにいてくれるなら、私は暗闇を恐れません。私たちの愛は嵐を乗り切るための道しるべとなるでしょうから。こうして、決して切れることのない絆で結ばれた二人の心は、永遠に二人を結びつける運命の糸を紡ぎ始めました。最も信頼する助言者の導きのもと、二人は古代の魔法の奥深くへと旅立ち、二人を引き裂こうとする力から二人の愛を守る手段を探しました。愛と豊穣の女神イシス神殿の薄暗い光の中で、ツタンカーメンとアンケセナーメンは神聖な祭壇の前にひざまずき、両手を合わせて懇願していた。彼らの周囲には、神の力で空気が震え、彼らを温かく包み込むような、触れられるような存在感があった。偉大なるイシス・ツタンカーメンは栄唱し、その声は神殿の神聖な広間に響き渡った。我らの愛が永遠に続くよう、汝に祝福を与えたまえと懇願する。影に潜む悪から我らを守り、今もそして永遠に我らの魂を危害から守ってくれ。アンケセナーメンは彼の声に自分の声を加えた。彼女の言葉は囁く祈りとなり、神殿の静寂の中にこだました。ああ、イシスよ、私たちを祝福してください、と彼女は声を震わせて懇願した。そして、どんな試練が待ち受けていようとも、それに立ち向かう強さを与えてください。一緒に、私たちはすべての障害を乗り越えましょう。私たちの愛は永遠であり、壊れることはありませんから。彼らの真摯な願いに心を動かされた女神イシスは、若い夫婦を好意的に見守り、彼らの深い献身に心を打たれました。彼女は手を振って古代の神々の力を呼び出し、ツタンカーメンとアンケセナーメンの周りに永遠の災難から彼らを守る防護壁を張りました。そして、沈む太陽の黄金の光を浴びながら神殿から出てきたツタンカーメンとアンケセナーメンは、自分たちの愛が魔法と運命の絆によって永遠に結ばれたことを知った。しかし、彼らは自分たちが解き放った力の本当の大きさも、その結果どうなるかもほとんど分かっていなかった。ツタンカーメンとアンケセナーメンは、愛を守ろうとする旅の中で、知らず知らずのうちに歴史の年代記に響き渡り、エジプトとその国境内に住むすべての人々の運命を形作ることになる一連の出来事を引き起こしていた。そして、希望と決意に満ちた心で広大な夜空の下に二人で立っていたとき、彼らは、彼らを氷の抱擁で包み込もうと待ち構えている前方の闇には気づいていなかった。第2章、現代の発掘調査、パート1、墓の発見。砂漠の太陽は容赦なく王家の谷を照りつけ、容赦ない光線は見渡す限り広がる黄金の砂に反射していた。耐え難い暑さにもかかわらず、興奮と期待感が漂い、現場に集まった考古学者チームの間にはそれがはっきりと感じられた。彼らは何年もの間、容赦ない太陽の下で、歴史上最も見つけにくい宝物の一つ、少年王ツタンカーメンの墓を発見するという希望に突き動かされながら苦労を重ねてきた。探検隊を率いたのは、ジョナサン・リバーズ博士。彼はベテラン考古学者で、古代の秘密を暴くという彼の名声は、彼の不屈の決意に匹敵するものでした。鋭い青い目はつばの広い帽子で覆われ、数えきれないほどの探検の痕跡が刻まれた険しい顔で、リバーズは誇りと不安が入り混じった気持ちで遺跡を調査しました。これは彼の生涯の仕事であり、長年の研究、努力、そして忍耐の集大成でした。チームが機材をセットし、その日の作業の準備をしている間、リバーズ氏は懐かしさを感じずにはいられませんでした。彼が初めて王家の谷を訪れたのは、若い大学院生の頃で、古代エジプトの謎を解明するという野心と夢に満ちていました。そして今、数十年後、彼はキャリアの中で最も重要な発見となるかもしれないものに取り掛かろうとしていました。作業員たちが瓦礫や砂を慎重に取り除き、ツタンカーメンの墓の入り口と思われる場所に少しずつ近づいていく中、現場は活気に満ちていた。川が作業員たちの間を流れ、励ましの言葉をかけ、現場の完全性を保つためにあらゆる予防措置が講じられていることを保証していた。
砂漠には秘密を守る力があるが、最大限の敬意を払わない者には容赦ない場所でもある。正午までに、チームは地中へと続く一連の階段を発見し、新たな発見があるたびに興奮が高まっていった。階段はすり減って何世紀もの缶砂や瓦礫に覆われていたが、その重要性は間違いなかった。これは普通の埋葬地ではなく、はるかに大きなものだったのだ。リバース博士、これは見るべきですよ、と、彼の助手の一人であるサラ・ミッチェルという名の若い女性が声をかけた。彼女はすぐにチームで最も将来有望なメンバーの一人であることを証明した。リバーズはサラのいる場所へ急いで行き、現れた狭い開口部を覗き込んだ。目の前に広がる光景を見て、彼の心臓は一拍飛ばした。封印された扉、その表面には墓の住人の正体を暗示する複雑な彫刻や象形文字が飾られていた。これだとリバーズは、イフと信じられない気持ちに襲われながら囁いた。見つけたんだ。チームの残りのメンバーも集まり、興奮と期待で顔を輝かせた。これは彼ら全員が待ち望んでいた瞬間であり、長年の努力と献身の集大成だった。リバーズは震える手で手を伸ばし、出入り口に残った砂を払い落とすと、ツタンカーメン自身のカルトゥーシュが現れた。王の名前を綴った象形文字が刻まれた楕円形のカルトゥーシュは、紛れもなくその名を冠していた。もう疑いの余地はない。少年王の墓が見つかったのだ。しばらくの間、チームは唖然として沈黙し、メンバーはそれぞれ自分の考えや感情に浸っていました。これは歴史の流れを変える発見であり、後世に語り継がれることでしょう。しかし、勝利に歓喜しながらも、厳粛さと畏敬の念が彼らの中に漂っていました。彼らは単に古代の墓を発掘したのではなく、過去に足を踏み入れ、当時崇拝されていた王の永眠の地に足を踏み入れたのです。よし、みんなとリバース氏は興奮を隠しながらも、落ち着いて威厳のある声で言った。細心の注意を払って作業を進めなければならない。これは非常に繊細で重要な発見であり、墓とその埋葬者の神聖さを尊重しなければならない。チームは細心の注意を払って遺跡の記録を取り、出入り口を突破する準備に取り掛かった。カメラはプロセスのすべてのステップを記録するために設置され、考古学者は発見された遺物や残骸を一つ一つ注意深く分類した。リバーズは発見の意味を思い巡らしながら、細部まで監視した。時間が経ち、太陽が空に沈み始めると、ついにその瞬間が訪れた。封印された出入り口は慎重に開けられ、チームは墓に入る準備を整えていた。リバーズは歴史の重みが自分にのしかかるのを感じ、深呼吸した。これがまさに長年の努力の集大成であり、彼のキャリアを決定づける瞬間だった。リバーズは落ち着いた手つきでノミとハンマーを手に取り、戸口の端をそっと叩いた。何千年も手つかずのままだった古代の封印が崩れ始め、最後の決定的な一撃で戸口が破られた。古臭い空気が墓から勢いよく吹き出し、古代の匂いと過去の囁きを運んでいた。リバーズがゆっくりと扉を開けると、その向こうの暗闇が姿を現し、チームは息を飲んだ。彼が懐中電灯をつけると、光が暗闇を突き抜けて墓の内部を照らした。彼らが見たものは息を飲むほどのものだった。控えの間には想像を絶する財宝が詰まっていました。黄金の彫像、精巧に彫刻された家具、ツタンカーメンの統治の壮大さと豪華さを物語る数々の工芸品などです。すべてが時の流れに左右されることなく、完璧に保存されていました。その光景は畏敬の念を抱かせると同時に謙虚な気持ちにさせられるもので、古代エジプト人の技術と芸術性の証です。しかし、目の前の宝物に驚嘆しながらも、不吉な予感が漂っていた。リバーズは、自分たちが神聖なものに侵入している、墓を荒らしてはいけないという気持ちを拭い去ることができなかった。ツタンカーメンの墓にかけられた呪いの物語が彼の心の中で反響し、自分たちの行動がどんな結果をもたらすのかと考えた。
リバーズは不安を抱きながらも、チームを率いて墓の奥へと進み続けました。彼らは細心の注意を払って進み、一歩一歩を記録し、何も乱されたり損傷されたりしないようにしました。控えの間とその中身を探索するにつれ、リバーズは発見の規模の大きさに衝撃を受けずにはいられませんでした。これは一生に一度の発見であり、古代エジプトに対する彼らの認識を永遠に変えるものでした。墓の内陣に近づくにつれ、畏敬の念と畏怖の念は増すばかりだった。壁はツタンカーメンの生涯と来世の旅の場面を描いた精巧な壁画で飾られ、その色彩は描かれた日と同じように鮮やかで新鮮だった。壁には象形文字が並び、少年王とその統治の物語を語っていた。それは今まで時の砂の中に忘れ去られていた物語だった。最後の部屋、ツタンカーメン王自身の埋葬室に到着した時、リバーズの胸はドキドキしていた。入り口は重い石の扉で封印されており、その向こうに少年王の石棺があり、それが彼らの旅の集大成であることをリバーズは知っていた。畏敬の念と不安を抱きながら、リバーズと彼のチームは慎重に扉を開け、内部の埋葬室をあらわにした。彼らを出迎えた光景は息を飲むほど美しいものだった。ツタンカーメンの石棺が墓室の中央に横たわり、その金色の表面が薄暗い光の中で輝いていた。その周囲には何千年もの間そのまま残されていた神々への捧げ物である宝物や工芸品がさらにあった。リバーズは畏敬の念と尊敬の念が入り混じった気持ちで石棺に近づき、この発見の意味について考えていた。ここは当時崇拝され崇められていた王、ツタンカーメンの永眠の地だった。室内の空気は歴史の重みで重く、リバーズは少年王とこの壮大な墓を建てた人々の記憶を尊重する責任を深く感じた。埋葬室の内容を記録しているとき、リバーズは監視されている、過去の霊が自分たちの行動をすべて監視しているという感覚を振り去ることができなかった。ツタンカーメンの墓にかけられた呪いの話が彼の心の中で反響し、自分たちの行動がどのような結果をもたらすのか疑問に思った。リバーズは不安を抱えながらも、過去の秘密を解明し、それを世界と共有する義務があると分かっていた。これは一生に一度あるかないかの機会であり、古代エジプトの謎を解き明かし、ツタンカーメンの生涯と遺産に光を当てるチャンスだった。時間が経ち、太陽が昇り始め、谷に金色の光が差し込む中、リバーズと彼のチームは、発見の興奮と重要性に突き動かされながら作業を続けました。彼らは、世界中が注目し、何千年もの間墓の中に隠されていた秘密を解き明かそうと待ち構えているだろうと知っていました。そして、目的意識と決意を持って、彼らは歴史上最も偉大な宝の一つを発見する寸前であることを知りながら、前進を続けた。しかし、勝利に沸き立つ一方で、過去は決して消えることはなく、ツタンカーメンの墓の秘密は、それをあえて発見しようとするものすべてに広範囲にわたる影響を及ぼすであろうことを思い出させる不吉な予感が漂っていた。第2章、現代の発掘調査、パート2、混乱と幽霊現象の始まり。昇る太陽の黄金の輝きが王家の谷を覆い尽くす中、前日の発見による高揚感がまだ空気中に漂っていた。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは、数千年もの間手つかずのまま残され、少年王の生涯と統治を物語る財宝で満たされたツタンカーメンの墓という画期的な発見で、世界中で話題になっていた。しかし、彼らが作業を続ける準備をするにつれ、不安感が忍び寄り始め、彼らの偉大な業績に影を落とし始めた。埋葬室とその貴重な内容物を発見した興奮で、チームは夜通し作業を続けていたが、今や日が昇り、自分たちの行動の重圧が彼らにのしかかってきた。ツタンカーメンの墓にまつわる呪いや幽霊の古代伝説が彼らの心に響き、もはや単なる迷信として片付けられなくなった。常に理性的な科学者であるリバーズ博士は、恐怖感が増すのを感じずにはいられなかった。
埋葬室が開かれた今、チームは遺物を注意深く記録し、さらに研究するために持ち出すという困難な作業に直面しました。すべてのステップは綿密に計画され、発見した宝物を確実に保存するためのあらゆる予防措置が講じられました。しかし、作業を開始すると、奇妙な出来事が次々と起こり始め、その度に不安が増していきました。それはちらつく照明から始まった。墓の内部を照らすために設置された強力な投光器がちらつき、暗くなり、壁に不気味な影が踊った。最新式で徹底的にテストされた電気設備は、説明のつかない故障を起こしたようだった。リバーズはそれを技術的な問題として片付けたが、騒ぎが頻繁になるにつれて不安は増していった。サラ、発電機をチェックしろとリバーズは指示したが、その声には苛立ちがかすかに現れていた。彼のチームで最も信頼できるメンバーの一人であるサラ・ミッチェルはうなずき、墓の外にある設備の設置場所へ向かった。彼女はしばらくして戻ってきたが、困惑した表情をしていた。発電機は大丈夫です、リバース博士と彼女は報告した。すべて完璧に機能しています。照明がこのように故障する理由はありません。リバーズは眉を潜め、こめかみをこすって状況を理解しようとした。よし、様子を見よう。熱か、その他の環境要因が危機に影響しているのかもしれない。しかし日が暮れるにつれ、騒動はますます顕著になっていった。道具が行方不明になり、置き忘れたはずの場所に再び現れた。外は砂漠の暑さが続いているにもかかわらず、墓の中の温度は激しく変動しているようだった。かすかに聞こえるが紛れもない囁き声が部屋中に響き渡り、聞いた者の背筋が凍りついた。チームのメンバーは次々と奇妙な夢や不安な幻覚を報告し始めた。サラはリバーズに古代エジプトの衣装をまとい、悲しみと絶望に満ちた目をした若い女性の夢を見たと打ち明けた。その女性はさらに手を伸ばし、さらにはわからない言語で囁いたが、切迫感と絶望感は明らかだった。リバース博士、説明できません、とサラは声を震わせながら言った。とてもリアルで、彼女がすぐそばにいるような気がしました。目が覚めた時、過去の何か、誰かに触れられたような気がしました。リバーズは熱心に耳を傾けたが、彼自身も同じような夢に悩まされていた。悪夢の中で、彼は遥か昔に亡くなった人々の顔を見た。彼らの目は非難の念に満ち、苦悩に満ちていた。彼は王朝の重荷を背負った少年王ツタンカーメンと、悲しみに顔を染めた最愛の王妃アンケセナーメンを見た。そのイメージは鮮明で忘れがたいもので、リバーズに圧倒的な罪悪感を残した。不安が募る中、作業は続行された。チームは宝物を分類し、研究と保存が行われる博物館に輸送するために慎重に梱包した。しかし、墓の奥深くに進むにつれて、騒ぎはより激しくなり、空気は明らかに恐怖感で濃くなったようだった。幽霊の本当の規模が明らかになったのは、石棺を撤去している最中だった。重い蓋が開けられ、金色の棺が現れると、歓喜が部屋中に広がり、照明が激しく点滅してから部屋は暗闇に包まれた。照明を復旧しようと慌てたチームの間でパニックが起こり、懐中電灯の光線が不規則に乱れ、混乱感を強めるだけだった。混乱の中、リバーズは声を聞いた。墓の壁から響いてくるような低く悲しげな叫び声だった。それは古代の悲しみ、何千年もの舞う漏れていた叫びを語る音だった。空気は冷たくなり、リバーズは存在感を感じた。それは彼を圧迫し、圧倒的な絶望感で満たす、はっきりとした力だった。みんな、落ち着いて、彼は冷静さを取り戻そうと叫んだ。今すぐバックアップライトを点灯させろ。サラとチームのもう一人のメンバー、デイビッドは、なんとか予備の照明を復旧させ、墓の上に薄暗いが安定した光を投げかけました。ちらつきは止まりましたが、不安感は残りました。リバーズは、何かがひどくおかしいこと、自分たちが理解できない力をかき乱してしまったことを悟りました。
彼らが作業を再開すると、騒ぎはより不吉な様相を呈してきました。影が影のないところを動き、囁き声はより大きく、より執拗になりました。チームのメンバーは、頭痛、めまい、呼吸困難になるほど胸に重くのしかかるといった身体症状を経験し始めました。リバーズ自身も例外ではなかった。集中することがだんだん難しくなり、過去の幻影に心を悩ませられた。ツタンカーメンが子供たちの遺体のそばに立ち、彼らの安息を妨げる者への呪いの言葉を口にしながら涙を流しているのが見えた。アンケセナーメンの魂が落ち着かず、苦しみながら彼に手を伸ばしているのが見えた。ジョナサンと声が聞こえ、彼は無双から覚めた。振り向くと、チームの古代言語の専門家で親しい同僚でもあるエミリー・カーター博士がいた。彼女の顔は青ざめ、恐怖で目を見開いていた。どうしたんだ、エミリー、彼は声を落ち着かせようとしながら尋ねた。石棺に刻まれていた碑文を翻訳しているところです、と彼女は震える声で言った。そこにはツタンカーメン自身がかけた呪いが書かれていました。それは単なる警告ではなく、平和への嘆願です。彼は墓を荒らす者を呪いましたが、それだけではありません。彼は家族を守り、彼らの魂を安らかに保とうと必死でした。私たちはもうやめるべきだと思います。リバーズは背筋が凍るような思いがした。これまで呪いの話を単なる迷信として無視してきたが、今、目の前の証拠を前にして、彼らが制御不能な何かを解き放った可能性を無視することはできなかった。発掘を中止すべきだとおっしゃるのですか？と彼はかすかな声で尋ねた。エミリーは深刻な表情でうなずいた。ジョナサン、考えてみる必要があると思う。ここで何が起こっているにせよ、それは不自然なことだ。死者の意志を尊重し、この場所をそのままにしておく必要がある。リバーズは深呼吸をして、目の前の決断の重大さに思いを巡らせた。発掘を中止すれば歴史の宝庫を後に残すことになるが、続けることはチームを危険にさらし、古代の死者たちの邪魔をすることになるかもしれない。彼が選択肢を検討しているとき、別の声が部屋に響き渡った。どこからともなく同時に聞こえてくるような声だった。悲しみと怒りに満ちた声、痛みと喪失を語る声だった。ここから立ち去れと囁き、その言葉が部屋中に響き渡った。我々を放っておいてくれ、さもなければ結果に苦しむことになる。チームは凍りつき、顔には恐怖が刻まれていた。リバーズは決意が揺らぎ、歴史の重みが重くのしかかるのを感じた。すぐに選択をしなくてはならないことを彼は知っていた。みんな、荷物をまとめろと彼は言った。心の中の混乱にもかかわらず、声は落ち着いていた。出発するぞ。チームは素早く移動し、装備をまとめ、墓から立ち去る準備をしました。彼らが地上へ向かうにつれ、騒動は彼らを追いかけてくるようでした。空気は冷たくなり、囁き声はより強くなりました。外に出ると重苦しい雰囲気が消え、チームは一斉に安堵のため息をついた。リバーズは墓の入り口を振り返り、自分たちが体験したことの意味を頭の中でぐるぐる考えていた。ジョナサン、次は何をするの？サラは声を震わせながら尋ねた。我々は調査結果を報告し、当局と協議しています、とリバーズ氏は答えた。墓が守られるよう、そして死者の意志を尊重するよう、我々は徹底する必要があります。これで終わりではありませんが、慎重に進めていく必要があります。キャンプ地に戻る途中、リバーズたちはツタンカーメンの墓に眠る謎の表面をほんの少しかじっただけだという思いを振り去ることができなかった。その幽霊は過去の力、尊敬と畏敬を要求する力を思い出させる。そして、太陽が王家の谷に沈み、古代の風景に長い影を落とすと、リバーズは自分たちの旅がまだ終わっていないことを悟った。呪いはまだ始まったばかりで、呪いの本当の範囲はまだ明らかになっていない。第3章、呪いを解く、パート1、激化する幽霊現象。
砂漠の過酷な暑さは涼しく静かな夜に変わりましたが、ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームにとって、雰囲気は緊張と不安でいっぱいでした。チームは、王家の谷の外れにある間に合わせのテントと装備の集合体であるベースキャンプに撤退しました。墓の教会から一時的に解放されたにもかかわらず、彼らが邪魔した古代の霊魂が去ることを拒んでいるかのように、恐怖感は残っていました。夜が更けるにつれ、考古学者たちは中央のテントに集まり、テントの蓋を開けて上空の星空を眺めた。ランタンの薄暗い光が長い影を落とし、揺らめく炎がまるで幽玄な雰囲気を醸し出していた。古代言語の専門家であるエミリー・カーター博士は、ツタンカーメンの墓にかけられた呪いの全容を解明しようと、メモを熟読していた。今日何が起こったのか話し合う必要がある、とジョナサンは話し始めた。彼の声は落ち着いていたが、全員の不安の重みを感じさせた。墓の中の騒動、エミリー、何を見つけたの？エミリーはメモから目を上げた。顔はやつれて疲れていた。石棺の碑文ははっきりしている。ツタンカーメンは自分の墓に強力な呪いをかけた。家族を守り、来世で安らかに眠れるようにするためだ。呪いは単なる警告ではなく、侵入者を寄せ付けないようにするための必死の試み、嘆願なのだ。彼らのロジスティクス専門家であるサラ・ミッチェルは、青ざめた顔で身を乗り出した。墓を開けることで何かを解き放ったとでも言うのですか？エミリーはゆっくりとうなずいた。ええ、そうだと思います。呪いは最後の防御行為であり、魂を守る手段でした。彼らの安息を妨げることで、私たちは古代の強力なものを目覚めさせたのです。ジョナサンはこめかみをさすりながらため息をついた。この呪いの全容を理解し、その影響を緩和する方法を考え出す必要があります。私たちの最優先事項は、このチームの安全とこれらの歴史的遺物の保存です。チームは同意してうなずいたが、不安は明らかだった。明滅するランタンがキャンバスの壁に不気味な影を落とし、不自然な換気が空気中に充満しているようだった。彼らが議論を続けると、幽霊騒ぎが激化する最初の兆候が現れ始めた。それは、周囲の砂漠から反響する低く悲しげな叫び声で始まった。その音は最初はかすかで、風のざわめきにかき消されてほとんど聞こえなかったが、次第に大きくなり、執拗になった。叫び声が苦悩の叫び声の合唱に変わり、夜が絶望の不協和音で満たされると、チームは沈黙し、恐怖で目を見開いた。あれはなんだ？彼らの機材スペシャリスト、デイビッド・フォスターは声を震わせながら囁いた。エミリーの顔は青ざめた。あれは彼らよ。精霊よ。怒っているのよ。鳴き声は大きくなり、空気は冷たくなり、砂漠の暑さにもかかわらず気温は急速に下がった。ランタンの炎は激しく揺らめき、壁に不気味で移り変わる影を落とした。突然、テントのフラップが、まるで目に見えない力が通り抜けたかのようにガサガサと音を立て、鳴き声はテントの中から聞こえてくるようだった。みんな、落ち着いて、ジョナサンは恐怖を感じながらも声をしっかりさせて命令した。何が起こっているのか把握する必要がある。チームが身を寄せ合うと、叫び声はよりはっきりとした形を取り始めた。古代の言葉がテント中に響き渡った。その意味は時とともに忘れ去られたが、その意図は明らかだった。怒り、悲しみ、そして敬意を求める声だ。エミリーは目を閉じて言葉に集中しようとした。古代エジプト語よと彼女は囁いた。彼らはファラオの言葉で話しているのよ。サラは身震いしながら腕を体に巻きつけた。彼らは何を言っているの？エミリーは集中しながら眉を潜めた。奴らは我々に出ていくよう要求している。奴らは我々が奪ったものを返して平和に去ってほしいと言っている。気温は下がり続け、冷たい風がテントを吹き抜け、ランタンの明かりが消えて暗闇に包まれた。チームは懐中電灯を探し回ったが、その光は暗闇を切り裂いた。
しかし、誰かに見られている、見えない目に囲まれているという感覚は残った。ジョナサンは深呼吸をして気持ちを落ち着かせようとした。これは記録に残さなければなりません。霊たちが何かを伝えようとしているのなら、そのメッセージを完全に理解する必要があります。エミリー、できるだけ翻訳してもらえますか？エミリーはうなずき、震える手でノートとペンを取り出した。彼女は古代の言語についていくために頭をフル回転させながら言葉を書き写し始めた。叫び声と囁き声は続き、その不気味な存在感が夜を満たした。エミリーが作業している間、チームの残りのメンバーは集まって、目の前に霊が現れるのを期待するかのようにテントの周りをちらちらと見回していた。寒さはますます厳しくなり、見られているという感覚はほとんど耐えられないものになった。突然、泣き声が止み、不気味な沈黙がさらに不安をかきたてました。チームは息を止めて次の現象を待ちました。しばらくして、悲しみに満ちた柔らかい悲しげな声が聞こえました。奪ったものを返せ、さもないと我々の怒りを買うことになる。その言葉は明瞭で、アクセントのある英語で話されており、テントにいた全員の背筋が凍りつきました。その声は、まるで壁そのものが話しているかのように、周囲に響き渡っているようでした。ジョナサンの頭は忙しく動き回っていた。彼らは精霊たちとコミュニケーションをとり、彼らの要求を理解し、彼らをなだめる方法を見つけなければならなかった。しかし、どうやって？エミリー、彼らと話してみることはできますか？彼は緊張した声で尋ねた。エミリーは喉が渇いたままうなずいた。彼女は咳払いをし、震える声で古代エジプト語で話した。あなたの声が聞こえます。あなたのメッセージを理解したいと思っています。どうか、あなたが何を望んでいるのか教えてください。一瞬、沈黙が続いた。そして、悲しげな声がより強い口調で答えた。子供たちを父親のもとに返せ。そうして初めて平和が回復する。エミリーは声を震わせながらチームにメッセージを通訳した。彼らは私たちに子供のミイラを父親の墓に返してほしいと望んでいます。それが平和を取り戻す唯一の方法なのです。ジョナサンは頭をフル回転させながらうなずいた。すぐに行動を起こさなければなりません。デイビッド、サラ、装備の準備を始めてください。エミリー、すべてを記録してください。彼らの指示に正確に従う必要があります。チームはすぐに行動を起こした。彼らの恐怖は任務の緊急性によって和らげられた。彼らは装備を集め、墓へと戻ったが、その道中、重苦しい恐怖感が彼らの後を追っていた。入り口に着くと、気温はさらに下がり、泣き声が再び聞こえ始め、夜は悲痛な叫び声で満たされた。チームは墓に降りていき、懐中電灯で壁に不気味な影を落とした。空気は古代の力の感覚で充満し、彼らに圧力をかけ、急ぐよう促す力のようだった。彼らは埋葬室に到着しました。そこには子供たちの石棺が置かれていました。その部屋は、石が内部の失われた魂のために泣いているかのように、はっきりとした悲しみの感覚で満たされていました。ジョナサンと彼のチームは、突然の行動が霊をさらに刺激するのではないかと心配しながら、ゆっくりと慎重に石棺を持ち上げました。彼らが石棺を主室に運ぶと、泣き声はますます大きくなり、執拗になった。空気は凍りつき、監視されているという感覚は耐え難いものだった。彼らは石棺をツタンカーメンの棺の隣に置き、異物の金色の輝きがその場に暖かい光を投げかけた。エミリーは前に進み出て、古代エジプト語で震える声で話した。私たちは子供たちを父親のもとに返しました。どうか平和でありますように。一瞬、沈黙だけが続いた。その後、気温が上昇し始め、空気中の重苦しい重みが消えた。泣き声は止み、代わりに穏やかで心地よいそよ風が部屋を吹き抜けた。チームは驚いて黙り、
信じられないという表情で目を見開いていた。精霊たちは彼らの捧げ物を受け取ったようで、何日も彼らを悩ませていた恐怖感は消え始めた。ジョナサンは胸がドキドキする中、深呼吸をした。キャンプに戻ろう。すべてを記録し、調査結果を報告する必要がある。地表に戻ると、チームは安堵感が押し寄せるのを感じました。幽霊の出現は収まり、霊魂たちは安らかに眠っているようでした。しかし、ジョナサンは彼らの試練がまだ終わっていないことを知っていました。ツタンカーメンの墓の呪いは部分的に解けましたが、まだ多くの疑問が残っていました。キャンプに戻ると、彼らは再び中央のテントに集まった。雰囲気は和らいだが、まだ不安が漂っていた。エミリーは呪いの全容を理解しようと頭を振る回転させながら、霊からのメッセージを書き写し続けた。まだ続きがあります、と彼女は思慮深い声で言った。精霊たちは子供たちを戻すことについては明言していましたが、呪いには理解しなければならない他の要素がまだあります。ツタンカーメンの家族の全容と呪いの背後にある理由を明らかにするために、さらに調査する必要があります。ジョナサンはうなずいたが、頭の中はすでに様々な可能性でいっぱいだった。同意します。私たちはこれに慎重かつ敬意を持って取り組む必要があります。精霊たちは私たちに警告を与えました。私たちはそれに従わなければなりません。チームはその夜の残りを、新たな目的意識によって恐怖が和らげられた体験の記録に費やした。彼らは自分たちが理解を超えた力と対峙していることは分かっていたが、真実を明らかにし、生者と死者の両方を守る方法を見つけようと決心していた。夜明けの最初の光が砂漠に差し込み、王家の谷に金色の輝きを投げかけると、ジョナサンと彼のチームは旅の次の段階に備えた。幽霊の出現は激しさを増し、彼らが乱した古代の霊の力と苦悩。しかし、彼らはまた、彼らの仕事の重要性、過去を尊重し敬う必要性を思い出させるものでもあった。そしてツタンカーメンの墓の入り口に立った時、日の出とともに恐怖感が消え、彼らは自分たちの旅がまだ終わっていないことを知った。呪いは部分的に解かれたが、まだ解明されていない謎が数多く残っており、多くの秘密が時の砂の中に埋もれていた。新たな決意で彼らは前に進み、どんな困難にも立ち向かう覚悟をしました。過去の霊が語りかけ、彼らの義務は耳を傾け、学び、先人たちの遺産を尊重することでした。幽霊現象はまだ始まったばかりで、呪いの本当の範囲はまだ明らかにされていませんでした。しかし、一歩一歩、彼らは理解に近づき、古代の墓に隠された謎を解明しました。そして、過去を深く探求するにつれて、彼らは自分たちが一人ではないことを知りました。ツタンカーメンとその家族の霊が彼らの旅を見守り、導いてくれているのです。第3章、呪いを解く、パート2、歴史的研究。砂漠の過酷な暑さは涼しく静かな夜に変わりましたが、ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームにとって、緊張と不安が渦巻く雰囲気は依然として残っていました。チームは、王家の谷の外れにある間に合わせのテントと装備の集合体であるベースキャンプに撤退しました。墓の閉鎖から一時的に解放されたにもかかわらず、彼らが邪魔した古代の霊魂が去ることを拒んでいるかのように、恐怖感は残っていました。夜が更けるにつれ、考古学者たちは中央のテントに集まり、テントの蓋を開けて上空の星空を眺めた。ランタンの薄暗い光が長い影を落とし、揺らめく炎がまるで幽玄な雰囲気を醸し出していた。古代言語の専門家であるエミリー・カーター博士は、ツタンカーメンの墓にかけられた呪いの全容を解明しようと、メモを熟読していた。今日何が起こったのか話し合う必要がある、とジョナサンは話し始めた。彼の声は落ち着いていたが、全員の不安の重みを感じさせた。墓の中の騒動、声、エミリー、何を見つけたの？エミリーはメモから目を上げた。顔はやつれて疲れていた。石棺の碑文ははっきりしている。
ツタンカーメンは自分の墓に強力な呪いをかけた。家族を守り、来世で安らかに眠れるようにするためだ。呪いは単なる警告ではなく、侵入者を寄せ付けないようにするための必死の試み、嘆願なのだ。彼らのロジスティクス専門家であるサラ・ミッチェルは、青ざめた顔で身を乗り出した。墓を開けることで何かを解き放ったとでも言うのですか？エミリーはゆっくりとうなずいた。ええ、そうだと思います。呪いは最後の防御行為であり、魂を守る手段でした。彼らの安息を妨げることで、私たちは古代の強力なものを目覚めさせたのです。ジョナサンはこめかみをさすりながらため息をついた。この呪いの全容を理解し、その影響を緩和する方法を考え出す必要があります。私たちの最優先事項は、このチームの安全とこれらの歴史的遺物の保存です。チームは同意してうなずいたが、不安は明らかだった。明滅するランタンがキャンバスの壁に不気味な影を落とし、不自然な換気が空気中に充満しているようだった。彼らが議論を続けると、幽霊騒ぎが激化する最初の兆候が現れ始めた。それは、周囲の砂漠から反響する低く悲しげな叫び声で始まった。その音は最初はかすかで、風のざわめきにかき消されてほとんど聞こえなかったが、次第に大きくなり、執拗になった。叫び声が苦悩の叫び声の合唱に変わり、夜が絶望の不協和音で満たされると、チームは沈黙し、恐怖で目を見開いた。あれはなんだ？彼らの機材スペシャリスト、デイビッド・フォスターは声を震わせながら囁いた。エミリーの顔は青ざめた。あれは彼らよ。精霊よ。怒っているのよ。泣き声は大きくなり、空気は冷たくなり、砂漠の暑さにもかかわらず気温は急速に下がった。ランタンの炎は激しく揺らめき、壁に不気味で移り変わる影を落とした。突然、テントのフラップが、まるで目に見えない力が通り抜けたかのようにガサガサと音を立て、泣き声はテントの中から聞こえてくるようだった。みんな、落ち着いて、ジョナサンは恐怖を感じながらも声をしっかりさせて命令した。何が起こっているのか把握する必要がある。チームが身を寄せ合うと、叫び声はよりはっきりとした形を取り始めた。古代の言葉がテント中に響き渡った。その意味は時とともに忘れ去られたが、その意図は明らかだった。怒り、悲しみ、そして敬意を求める声だ。エミリーは目を閉じて言葉に集中しようとした。古代エジプト語よと彼女は囁いた。彼らはファラオの言葉で話しているのよ。サラは身震いしながら腕を体に巻きつけた。彼らは何を言っているの？エミリーは集中しながら眉を潜めた。奴らは我々に出ていくよう要求している。奴らは我々が奪ったものを返して平和に去ってほしいと言っている。気温は下がり続け、冷たい風がテントを吹き抜け、ランタンの明かりが消えて暗闇に包まれた。チームは懐中電灯を探し回ったが、その光は暗闇を切り裂いた。しかし、誰かに見られている、見えない目に囲まれているという感覚は残った。ジョナサンは深呼吸をして気持ちを落ち着かせようとした。これは記録に残さなければなりません。霊たちが何かを伝えようとしているのなら、そのメッセージを完全に理解する必要があります。エミリー、できるだけ翻訳してもらえますか？エミリーはうなずき、震える手でノートとペンを取り出した。彼女は古代の言語についていくために頭を回転させながら言葉を書き写し始めた。叫び声と囁き声は続き、その不気味な存在感が夜を満たした。エミリーが作業している間、チームの残りのメンバーは集まって、目の前に霊が現れるのを期待するかのようにテントの周りをちらちらと見回していた。寒さはますます厳しくなり、見られているという感覚はほとんど耐えられないものになった。突然、泣き声が止み、不気味な沈黙がさらに不安をかきたてました。チームは息を止めて次の現象を待ちました。しばらくして、悲しみに満ちた柔らかい悲しげな声が聞こえました。奪ったものを返せ、さもないと我々の怒りを買うことになる。
その言葉は明瞭で、アクセントのある英語で話されており、テントにいた全員の背筋が凍りつきました。その声は、まるで壁そのものが話しているかのように、周囲に響き渡っているようでした。ジョナサンの頭は忙しく動き回っていた。彼らは精霊たちとコミュニケーションをとり、彼らの要求を理解し、彼らをなだめる方法を見つけなければならなかった。しかし、どうやって？エミリー、彼らと話してみることはできますか？彼は緊張した声で尋ねた。エミリーは喉が渇いたままうなずいた。彼女は咳払いをし、震える声で古代エジプト語で話した。あなたの声が聞こえます。あなたのメッセージを理解したいと思っています。どうか、あなたが何を望んでいるのか教えてください。一瞬、沈黙が続いた。そして、悲しげな声がより強い口調で答えた。子供たちを父親のもとに返せ。そうして初めて平和が回復する。エミリーは声を震わせながらチームにメッセージを通訳した。彼らは私たちに子供のミイラを父親の墓に返してほしいと望んでいます。それが平和を取り戻す唯一の方法なのです。ジョナサンは頭を振る回転させながらうなずいた。すぐに行動を起こさなければなりません。デイビッド、サラ、装備の準備を始めましょう。エミリー、すべてを記録してください。彼らの指示に正確に従う必要があります。チームはすぐに行動を起こした。彼らの恐怖は任務の緊急性によって和らげられた。彼らは装備を集め、墓へと戻ったが、その道中、重苦しい恐怖感が彼らの後を追っていた。入り口に着くと、気温はさらに下がり、泣き声が再び聞こえ始め、夜は悲痛な叫び声で満たされた。チームは墓に降りていき、懐中電灯で壁に不気味な影を落とした。空気は古代の力の感覚で充満し、彼らに圧力をかけ、急ぐよう促す力のようだった。彼らは埋葬室に到着しました。そこには子供たちの石棺が置かれていました。その部屋は、石が内部の失われた魂のために泣いているかのように、はっきりとした悲しみの感覚で満たされていました。ジョナサンと彼のチームは、突然の行動が霊をさらに刺激するのではないかと心配しながら、ゆっくりと慎重に石棺を持ち上げました。彼らが石棺を主室に運ぶと、泣き声はますます大きくなり、執拗になった。空気は凍りつき、監視されているという感覚は耐え難いものだった。彼らは石棺をツタンカーメンの棺の隣に置き、異物の金色の輝きがその場に温かい光を投げかけた。エミリーは前に進み出て、古代エジプト語で震える声で話した。私たちは子供たちを父親のもとに返しました。どうか平和でありますように。一瞬、沈黙だけが続いた。その後、気温が上昇し始め、空気中の重苦しい重みが消えた。泣き声は止み、代わりに穏やかで心地よいそよ風が部屋を吹き抜けた。チームは驚いて黙り込み、信じられない気持ちで目を見開いていた。精霊たちは彼らの捧げ物を受け取ったようで、何日も彼らを悩ませていた恐怖感は消え始めた。ジョナサンは胸がドキドキする中、深呼吸をした。キャンプに戻ろう。すべてを記録し、調査結果を報告する必要がある。地表に戻ると、チームは安堵感が押し寄せてきました。幽霊の出現は収まり、霊魂たちは安らかに眠っているようでした。しかし、ジョナサンは彼らの試練がまだ終わっていないことを知っていました。ツタンカーメンの墓の呪いは部分的に解かれましたが、まだ多くの疑問が残っていました。キャンプに戻ると、彼らは再び中央のテントに集まった。雰囲気は和らいだが、まだ不安が漂っていた。エミリーは呪いの全容を理解しようと頭を振る回転させながら、霊からのメッセージを書き写し続けた。まだ続きがあります、と彼女は思慮深い声で言った。精霊たちは子供たちを戻すことについては明言していましたが、呪いには理解しなければならない他の要素がまだあります。
ツタンカーメンの家族の全容と呪いの背後にある理由を明らかにするために、さらに調査する必要があります。ジョナサンはうなずいたが、頭の中はすでに様々な可能性でいっぱいだった。同意します。私たちはこれに慎重かつ敬意を持って取り組む必要があります。精霊たちは私たちに警告を与えました。私たちはそれに従わなければなりません。チームはその夜の残りを新たな目的意識によって恐怖が和らげられた体験の記録に費やした。彼らは自分たちが理解を超えた力と対峙していることは分かっていたが、真実を明らかにし、生者と死者の両方を守る方法を見つけようと決心していた。夜明けの最初の光が砂漠に差し込み、王家の谷に金色の輝きを投げかけると、ジョナサンと彼のチームは旅の次の段階に備えた。幽霊の出現は激しさを増し、その力と、彼らが邪魔した古代の霊たちの苦悩。しかし、彼らはまた、彼らの仕事の重要性、過去を尊重し敬う必要性を思い出させるものでもあった。そしてツタンカーメンの墓の入り口に立った時、日の出とともに恐怖感が消え、彼らは自分たちの旅がまだ終わっていないことを知った。呪いは部分的に解かれたが、まだ解明されていない謎が数多く残っており、多くの秘密が時の砂の中に埋もれていた。新たな決意で彼らは前に進み、どんな困難にも立ち向かう覚悟をしました。過去の霊が語りかけ、彼らの義務は耳を傾け、学び、先人たちの遺産を尊重することでした。幽霊現象はまだ始まったばかりで、呪いの本当の範囲はまだ明らかにされていませんでした。しかし、一歩一歩、彼らは理解に近づき、古代の墓に隠された謎を解明しました。そして、過去を深く探求するにつれて、彼らは自分たちが一人ではないことを知りました。ツタンカーメンとその家族の霊が彼らの旅を見守り、導いてくれているのです。チームはその後数日間、古代の文献や歴史記録を精査しながら研究に没頭した。世界中の専門家に連絡を取り、呪いの解明に役立つ洞察や情報を探した。エミリーは休むことなく碑文や文書を翻訳し、古代言語に関する彼女の知識は計り知れないほど貴重であることが分かった。彼らは呪いが単なる警告以上のものであることを発見した。それは死者の魂を守り、死後の世界への安全な旅を保証するために考案された複雑な儀式と祈願の網だった。碑文には、墓とそこに住む人々を守るために呼び出された神々と精霊の強力な呪文と儀式について書かれていた。彼らの注意を引いたのは、ある文書だった。カイロ博物館の文書保管庫の奥深くに隠されていた古代の巻物の断片だ。その巻物にはツタンカーメンの子供たちの生と死が詳しく記されており、若きファラオと王妃を苦しめた悲しみと悲嘆が描かれていた。家族を守ろうとする必死の試みや、悪意ではなく愛からかけられた呪いについて語られていた。深く調べていくうちに、彼らは呪いの本当の性質を理解し始めました。それは、ツタンカーメンの家族の魂を結びつけ、来世で離れ離れにならないようにするための束縛の呪文でした。子供たちの魂は父親のもとにとどまり、父親の存在の中で安らぎを見つけるはずでした。しかし、何かがおかしくなってしまった。墓の乱れによって繊細なバランスが崩れ、霊魂が解き放たれ、チームを悩ませていた幽霊現象が起きたのだ。霊魂は失われ、平穏は打ち砕かれ、苦悩の中で激しく攻撃していた。ジョナサンと彼のチームはバランスを回復し、魂を再び結びつけ、死後の世界への安全な旅を保証する必要があることに気づきました。彼らは霊魂を鎮め、墓に平和を取り戻す儀式、つまり式典を行う必要がありました。儀式の準備は綿密に行われました。彼らは古代エジプトの宗教と魔術の専門家に相談し、適切な手順と祈祷の指導を求めました。彼らは食べ物や飲み物、神聖な油や香り、象徴的な意味を持つ品々など、必要な材料を集めました。チームは休みなく働き、その決意は幽霊騒ぎを終わらせ、
ツタンカーメンとその家族の遺産を称えるという願いに突き動かされていた。彼らは儀式のリハーサルを何度も繰り返し、すべてのステップが正確で、すべての言葉が正確に話されるよう確認した。儀式の日が近づくにつれ、緊張が高まった。幽霊の出現は収まったが、不安感は残った。霊たちは見守り、待ち構えており、彼らの存在は、儀式に関わる危険を常に思い出させていた。儀式の夜、チームは埋葬室に集まり、空気は期待でいっぱいだった。揺らめく松明の光が壁に不気味な影を落とし、線香の香りが空気を満たしていた。ジョナサンはグループの先頭に立ち、呪文を唱え始めると心臓がドキドキした。彼の口から、古代エジプト語と神聖な祈りの言葉が混じった儀式の言葉が流れ出た。チームは彼の先導に従い、声を合わせて調和の取れた詠唱を行った。彼らは供物を捧げ、それを敬虔に石棺の前に置き、ミイラに神聖な油を塗った。儀式が進むにつれて、部屋の温度が上がり始め、暖かく心地よいそよ風が部屋を吹き抜けました。恐怖感は消え、平和と静けさの感覚に変わりました。精霊たちはそれに萎えたようで、彼らの存在はそれほど圧迫的ではなく、より受け入れやすいものになりました。ジョナサンの声は力強くなり、霊たちの反応に自信が深まった。彼は神々に呼びかけ、彼らの保護と導きを祈り、ツタンカーメンの家族の魂が再び一つになれるよう祝福を求めた。儀式の最後の言葉が語られると、深い沈黙が部屋中に広がりました。空気は静まり、雰囲気は完成感に満ちていました。チームは息を止めて、自分たちの努力が成功したという兆しを待ちました。そして、ゆっくりと柔らかい金色の光が石棺から発せられ始めました。その光は次第に明るくなり、部屋を暖かく輝く光で満たしました。平和感がはっきりと感じられ、チームは安堵の波が押し寄せるのを感じました。霊魂たちは彼らの捧げ物を受け入れた。ツタンカーメンの家族の魂は再び一つになり、平和が回復した。呪いは解かれ、幽霊騒ぎは終わった。ジョナサンと彼のチームは畏敬の念に打たれ、心は感謝と尊敬で満たされました。彼らは未知の世界に立ち向かい、古代の霊と対峙し、探求に成功しました。彼らはツタンカーメンとその家族の遺産を尊び、そうすることで過去の力と謎に対する理解を深めました。夜明けの最初の光が地平線から差し込む中、彼らは墓を離れると、自分たちの旅が自分たちを永遠に変えてしまったことを悟った。彼らは古代の魔法の力を目撃し、遥か昔に消えた霊魂の存在を感じ、より強く、より賢く、そして生者と死者の間の微妙なバランスをより尊重する人間となって出てきた。彼らの仕事はまだ終わっていなかった。解明すべき謎はまだ多く、時の砂に埋もれた秘密もまだ多く残っていた。しかし、彼らはこれまで得た知識と経験を武器に準備万端だった。彼らは探求を続け、過去を称え、その遺産を未来の世代のために保存するつもりだった。そして、今や昇る太陽の黄金の光に照らされたツタンカーメンの墓の入り口を振り返って、彼らは達成感と充実感を感じた。彼らは呪いを解き、古代の霊に平和を取り戻し、考古学の世界に永続的な影響を与えたのだ。王家の谷にはさらに多くの秘密が隠されており、ジョナサンと彼のチームはそれらを明らかにして過去を明らかにし、先人たちの遺産を尊重することを決意しました。第4章、王女の幽霊、パート1、王女の霊。エジプトの砂漠の過酷な暑さは夜の涼しさにとって変わられた。広大な砂と岩が満月の銀色の光に照らされ、過去の囁きと共に踊る不気味な影を落としていた。ジョナサン・リバーズ博士と彼の考古学者チームは、王家の谷の外れに仮設のキャンプで座り、最近の発見による緊張感で空気が重苦しかった。彼らは、ツタンカーメンの墓が開かれて以来彼らを悩ませてきた古代の呪いの一部を解くことに成功した。子供のミイラは父親の眠る場所に戻され、幽霊の出現も収まったが、不安感はまだ残っていた。
ジョナサンは彼らの旅がまだ終わっていないことを知っていた。彼らが注意を払う必要がある例がもう一つあった。ツタンカーメンの愛する女王、アンケセナーメンの例だ。ジョナサンは古い文書や地図に囲まれた木製のテーブルに座っていた。呪いの残骸をつなぎ合わせようと、頭の中は考えでいっぱいだった。ランタンの揺らめく光がテントのキャンバスの壁に長い影を落とし、まるで幽玄な雰囲気を醸し出していた。砂漠の風が時折ざわめく音を除けば、夜は静かだった。ジョナサン、女王の霊はまだ落ち着かないと思いますか？古代言語の専門家であるエミリー・カーターがテーブルにつき、尋ねた。彼女の目は心配に満ち、状況の重大さを反映していた。ジョナサンはメモから顔を上げて、考えに眉を潜めた。そうだと思うよ、エミリー。子供たちのことは解決したが、アンケセナーメンの魂はまだこの世界に縛られている。呪いは家族全員を守るためのもので、彼女の苦悩はツタンカーメンとの別れに関係している可能性が高い。機材スペシャリストのデイビッド・フォスターは、最近の探検で現像したばかりの写真の束を持ってテントに入ってきた。これを見てみたらどうですか？と彼は言い、写真をテーブルの上に広げた。写真はツタンカーメンの墓の内部を写したもので、精巧に装飾された壁や発掘された様々な遺物に焦点が当てられていた。ジョナサンの目は、アンケセナーメンを描いた壁画のクローズアップ写真に引きつけられた。彼女の目は、時を超えた悲しみに満ち、彼を追っているようだった。彼女は私たちとコミュニケーションを取ろうとしているんだ、とジョナサンは写真に視線を固定しながらつぶやいた。私たちは彼女のメッセージを理解する必要がある。エミリーは決意の表情でうなずいた。まずは彼女に関する碑文や遺物を調べることから始めましょう。見落としているものがあるはずです。チームはその後数時間かけてメモや遺物を丹念に調べました。墓の壁に刻まれた碑文と持参した古代の文書を比較しました。エミリーは古代エジプト語を流暢に話せるため、象形文字を翻訳し、非常に役立ちました。夜が更けるにつれ、チームは緊迫感に包まれた。ランタンの明かりが文書や遺物を温かに照らしていたが、気温は下がったようで、キャンプ地には寒気が漂っていた。空気は重くなり、髪の擦れる音と時折聞こえる風のささやきだけが響く不自然な静寂が訪れた。突然、突風に巻き込まれたかのように、テントのフラップが激しく揺れた。ランタンの炎が揺らめき、まるで生命を持って動いているかのような不気味な影を落とした。ジョナサンとエミリーは心配そうに顔を見合わせ、二人の心臓は同時にドキドキした。感じましたか？エミリーは声を震わせながら囁いた。ジョナサンは部屋を見渡しながらうなずいた。そうだ。彼女だ。アンケセナーメンの魂がここにいる。気温は下がり続け、かすかな悲痛な叫び声がキャンプ中に響き渡った。その音は心に残り、言い表せない悲しみに満ち、背筋が凍りつくような感じだった。チームは身を寄せ合い、その現象を理解しようとしながら、恐怖を感じていた。アンケセナーメンとジョナサンは、心をつかむ恐怖にもかかわらず、落ち着いた声で呼びかけた。あなたの声が聞こえます。私たちはあなたを助けたいのです。何が必要か教えてください。泣き声はますます大きくなり、しつこくなり、テントの壁に映る影は動いたり渦を巻いたりして、説明のつかない形をとった。チームは息を止めて反応を待った。そして彼女は現れた。テントの中央に女性の姿が現れた。その姿は半透明で、かすかな異次元の輝きを放っていた。彼女は古代エジプトの女王の伝統的な衣装をまとい、長い髪は複雑な編み込みと宝石の装飾で飾られていた。深い悲しみに満ちた彼女の目はジョナサンの目を見つめていた。アンケセナーメン、ジョナサンはかろうじて囁くような声で言った。女王の霊が彼らの前に漂い、その存在は畏怖と恐怖を抱かせた。女王は手を挙げてテーブルの上の写真を指さした。
それは女王の肖像を描いた壁画の絵だった。私を彼の元へ戻してください、と彼女は言った。その声は忘れがたい響きを放っていた。そうして初めて私は安らぎを見つけることができるのです。エミリーは前に進み出た。恐怖は決意に変わった。私たちはそうします、アンケセナーメン。私たちは全力を尽くして、あなたとツタンカーメンを再会させます。精霊の視線は和らぎ、一瞬、その目の悲しみが消えたように見えた。彼女はうなずき、その姿はきらめきながらゆっくりと暗闇の中に消えていった。チームは唖然として沈黙したまま、自分たちが遭遇した現実を実感していた。ジョナサンは決意が湧き上がるのを感じた。彼らには今や明確な指示があった。アンケセナーメンの魂をツタンカーメンと再び結びつけることだ。しかし、どうやって？彼女の埋葬について、そしてそれがツタンカーメンとどう関係しているのかについて、もっと詳しく調べる必要がある、とジョナサンは頭をフル回転させながら言った。歴史記録や墓そのものに手がかりがあるはずだ。エミリーはうなずき、すでにメモに手を伸ばしていた。まずは彼女の埋葬に関する碑文を調べることにします。何か見逃しているものがあるはずです。デイビッドは、この出来事にまだ動揺しながらも、機材を集めた。もう一度写真を見て、何か目立つものがないか確認します。チームは新たな目的意識に突き動かされ、夜通し作業に取り組んだ。アンケセナーメンの霊の存在は彼らに明確な目標を与えたが、それを達成するための道は不確実性に満ちていた。夜明けの光が差し始め、砂漠に金色の輝きが広がる頃、エミリーは突破口を開いた。彼女は睡眠不足で目が赤くなっているのに、古代の石板の断片に刻まれた一連の象形文字を研究していたのだ。ジョナサン、これを見てください、と彼女は興奮した声で言った。この碑文には、王室の夫婦の魂をあの世で再会させるための儀式の詳細が記されています。信じられないほど精巧ですが、これが私たちに必要なものなのかもしれません。ジョナサンは石板に寄りかかり、古代の文章をざっと読みました。そこに記されている儀式は実に複雑で、霊魂を永遠の安息へと導くための一連の祈祷、供物、象徴的な行為が含まれていました。これが最後だ、とジョナサンは決意に満ちた声で言った。この儀式を執り行う必要がある。アンケセナーメンに平和をもたらす最高のチャンスだ。チームはその後数日をかけて儀式の準備に取り組んだ。彼らは必要な材料、つまり聖なる油、香、食べ物や飲み物の供物を集めた。彼らは祈りのリハーサルを行い、すべての言葉が正しく発せられ、すべての動作が正確であることを確認した。儀式の夜、チームはツタンカーメンの墓の埋葬室に集まった。空気は期待で満ち、目的意識に満ちた雰囲気だった。揺らめく松明の光が壁に長い影を落とし、香りの香りが空気を満たしていた。ジョナサンは儀式の指示が記された古代の石板を手にグループの先頭に立っていた。エミリーとデイビッドは決意の表情で彼の両側に立っていた。チームの残りのメンバーは石棺の周りに輪を作り、ジョナサンに視線を向けていた。彼は一連の祈祷で儀式を開始した。声は安定していて明瞭だった。古代の言葉が彼の唇から流れ出て、神々からの導きと保護を嘆願した。チームもそれに加わり、彼らの声はハーモニーを奏で、心に残る栄唱となって部屋中に響き渡った。彼らは供物を捧げ、それを敬虔に石棺の前に置いた。空気は暖かくなり、穏やかな風が部屋を吹き抜け、静けさを運んできた。チームは見守り、待っている霊の存在を感じることができた。儀式が進むにつれ、ジョナサンは神々にツタンカーメンとアンケセナーメンの魂を再び結びつけるよう呼びかけました。彼は彼らの愛、永続的な絆、そして永遠の平和への願いについて語りました。部屋は柔らかく金色の光で輝いているようで、雰囲気は異世界のエネルギーに満ちていました。
儀式の最後の言葉が語られ、チームは息を止めて合図を待った。空気は静まり、部屋は沈黙し、聞こえるのは彼らの心臓の鼓動だけだった。そして、ゆっくりとツタンカーメンとアンケセナーメンの姿が彼らの前に現れました。彼らの姿は輝く光を放ち、キラキラと輝いていました。彼らは手をつないで立っており、その目には深い平和と感謝の気持ちが溢れていました。ありがとう、アンケセナーメンは言った。その声は部屋中に響き渡る柔らかなささやきだった。あなたは私たちを再び結びつけてくれました。私たちは今、安らかに眠ることができます。レイコンは消え始め、その姿は金色の光の中に溶けていった。部屋は暖かくなり、平和感があふれた。チームは畏敬の念に打たれ、心は深い達成感と畏敬の念で満たされた。レイコンが消えても、金色の光は残り、墓の上に暖かい輝きを放っていた。チームは成功したことを知った。アンケセナーメンとツタンカーメンが永遠の安息を得るのを助けたのだ。ジョナサンは誇りと感謝の気持ちがこみ上げてきた。彼らは未知の世界に立ち向かい、古代の霊と対峙し、勝利を収めたのだ。彼らはツタンカーメンとその家族の遺産を尊び、そうすることで過去の力と謎に対する理解を深めたのだ。王女の呪いは終わりを迎えましたが、発見の旅はまだまだ終わりません。王家の谷にはまだ多くの秘密が残っており、ジョナサンと彼のチームはそれらを解き明かし、過去を明らかにし、先人たちの遺産を尊重することを決意しました。夜明けの最初の光が地平線から差し込む中、彼らは墓を離れると、自分たちの旅が自分たちを永遠に変えてしまったことを悟った。彼らは古代の魔法の力を目撃し、遥か昔に消えた霊魂の存在を感じ、より強く、より賢く、そして勝者と死者の間の微妙なバランスをより尊重する人間となって出てきた。彼らの仕事はまだ終わっていなかった。解明すべき謎はまだ多く、時の砂に埋もれた秘密もまだ多く残っていた。しかし、彼らはこれまで得た知識と経験を武器に準備万端だった。彼らは探求を続け、過去を称え、その遺産を未来の世代のために保存するつもりだった。そして、今や昇る太陽の黄金の光に照らされたツタンカーメンの墓の入り口を振り返りながら、彼らは達成感と充実感を感じた。彼らは霊魂を再会させ、古代の魂に平和を取り戻し、考古学の世界に永続的な影響を与えたのだ。王家の谷にはさらに多くの秘密が隠されており、ジョナサンと彼のチームはそれらを明らかにして過去を明らかにし、先人たちの遺産を尊重することを決意しました。第4章、王女の憑依、パート2、霊を鎮める努力。アンケセナーメンの霊との最初の接触後の日々は、活動と緊張の嵐でした。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは、女王の存在を認めることで大きな一歩を踏み出したことは分かっていましたが、彼らの仕事は完了には程遠いものでした。アンケセナーメンと彼女の最愛のツタンカーメンを再会させることは始まりに過ぎませんでした。彼らは彼女の霊を鎮め、幽霊の出現が永久に止むようにする方法を見つける必要がありました。ジョナサンはベースキャンプの机に座り、古代の文書、現代のノート、増え続ける遺物のコレクションに囲まれていた。キャンプは活気にあふれ、チームの各メンバーはそれぞれの仕事に集中していた。言語学者のエミリー・カーターは、さらに多くの象形文字を翻訳することに熱中していた。機材スペシャリストのデイビッド・フォスターは、見落としている詳細がないか、墓の壁の写真やスキャン画像を調べていた。残りのチームメンバーは、発見物のカタログ作成と分析に忙しかった。ジョナサンが歴史記録を熟読していると、テントの木枠をノックする音が聞こえ、彼は現代に引き戻された。それは、古代エジプトの儀式の専門家で、最近チームに加わったサラ・ウィリアムズ博士だった。彼女の洞察力はすでに非常に貴重であることが証明されていた。ジョナサン、何か役に立つものを見つけたと思うわ。サラは、これまで発見したものよりも古い巻物を手にしていった。
ジョナサンの目は興味深そうに輝きました。何を持ってるの？この巻物には、落ち着かない霊魂を鎮めるための一連の儀式と供物が詳しく記されています。私たちがこれまで目にしたものよりも包括的です、と彼女は繊細な羊皮紙を慎重に広げながら説明した。王家の霊魂を呼ぶ具体的な祈りまで書かれており、アンケセナーメンに必要なのはまさにそれかもしれません。ジョナサンは身を乗り出して古代の文字を調べました。これが鍵になるかもしれません。細部まで正確に行う必要があります。一つでも手順を間違えると事態が悪化する可能性があります。サラは真剣な表情でうなずきました。すでに翻訳を始めていますが、複雑なのです。正確さを期すにはエミリーの専門知識が必要です。ジョナサンはエミリーを呼び寄せ、すぐに3人は巻物の翻訳と解釈という複雑な作業に熱中した。テント内の空気は古い羊皮紙の匂いと、彼らが古代の指示書に取り組む際の走り書きの音で充満していた。チームが儀式の準備をするにつれ、数時間は数日に変わりました。そのプロセスは細心の注意を要するもので、特別な材料が必要で、その多くは入手困難でした。巻物の説明に一致する希少なオイル、お香、供物が必要でした。現代の代用品では不十分なので、すべての品物は本物でなければなりませんでした。デイビッドと他の数人のチームメンバーは、近くの町や市場に出かけて、必要な品物を探し回りました。彼らは必要なもののほとんどを見つけることができましたが、一部の品物は、今でも伝統的な手法を実践している地元の職人に特注で作ってもらう必要がありました。地元の職人たちは、チームのミッションに興味をそそられ、古代の呪いや王家の霊の話に興味をそそられました。最後の準備が整うと、キャンプには期待感があふれた。儀式は真夜中の満月の下で行われることになっていた。古代エジプトでは、この時間は霊的な力が強いと考えられていた。選ばれた場所は、詮索好きな目や現代の雑音から離れた、王家の谷近くの人里離れた場所だった。儀式の夜がやってきて、チームは現場に集まった。冷たい砂漠の空気の中で息が見えるほどだった。彼らは即席の祭壇を設営し、供物を飾り、揺らめく松明で照らしていた。月は空高くにかかっていて、砂漠の風景に銀色の輝きを投げかけていた。ジョナサンは翻訳された巻物を手に最前線に立った。彼は自分にのしかかる責任の重さを感じた。この儀式は、アンケセナーメンの霊を鎮め、古代の女王に平和をもたらす最後の希望だった。準備はいいですか？彼は落ち着いているが緊張感に満ちた声で尋ねた。チームメンバーはうなずきましたが、彼らの顔には決意と不安が入り混じった表情が浮かんでいました。エミリーとサラはジョナサンの両側に立ち、祈りを手伝い、すべての手順が正確に実行されるように準備を整えていました。ジョナサンは深呼吸をして儀式を始めた。彼は一連の祈りから始め、古代エジプトの神々や女神たちに彼らの努力を祝福するよう呼びかけた。彼の声は静かな夜に響き渡り、一つ一つの言葉は注意深く発音され、一つ一つの動作は意図的だった。チームのメンバーもそれに加わり、彼らの声は砂漠の静寂に響き渡る調和の取れた詠唱となった。空気はエネルギーで濃くなったようで、彼らの懇願に応えるかのように松明が揺らめいた。儀式が進むにつれ、ジョナサンは供物を一つずつ捧げました。祭壇には神聖な油、香、食べ物が置かれました。それぞれの品は象徴的な意味合いから慎重に準備され、選ばれました。燃える香りの香りが空気を満たし、涼しい夜風と混ざり合いました。エミリーは任務の重大さにもかかわらず、声を揺らさずに古代の祈りを唱えるために前に進み出た。彼女はアンケセナーメンの霊に呼びかけ、彼らの捧げ物を受け入れて平穏を得るよう懇願した。その言葉はまるで音楽のようなリズムで流れ、呪文のように夜空に響き渡った。周囲の気温はさらに下がったようで、
祭壇からはかすかな光が放たれ始めた。チームは警戒しながら顔を見合わせたが、決意は揺るがず儀式を続けた。サラが引き継ぎ、巻物に記された一連の複雑な手の動きを披露した。これらの動作は、霊を供物へと導き、確実に受け取ってもらうためのものだった。サラの手は熟練した正確さで動き、すべての動きは慎重かつ優雅だった。ジョナサンは空気中にチクチクする感覚を感じた。まるで現実の構造そのものが彼らの周りで動いているかのようだった。彼は祈りを続け、言葉ごとに声は強くなっていった。彼らは儀式のクライマックス、彼らの努力が成功したかどうかを知る瞬間に近づいていた。ツタンカーメンの愛する女王アンケセナーメンよ、私たちの願いをお聞きください、とジョナサンは叫びました。その声には緊迫感がこもっていました。私たちはあなたにこの贈り物を捧げます。これは私たちの尊敬とあなたの平和への願いの象徴です。受け取って、あなたの魂に安らぎを与えてください。祭壇の周りの輝きが強まり、チームはエネルギーの波が自分たちを襲うのを感じました。空気がパチパチと音を立て、実体のある存在を感じ、アンケセナーメンの霊が近づいてくるのを感じました。柔らかく悲しげな叫び声が砂漠に響き渡った。最初の遭遇の時に聞いたのと同じ音だ。松明が激しく揺らめき、まるで生命を宿しているかのような踊る影を落とした。すると、彼女が現れた。アンケセナーメンの霊が彼らの前に現れ、その姿は以前よりもはっきりと輝きを増していた。彼女は祭壇の上に浮かび、その目は供物に釘付けだった。チームは息を止め、心臓は一斉に高鳴った。アンケセナーメンとジョナサンは畏敬の念で声を震わせながら言った。私たちはあなたの頼み通りにしました。どうか私たちの捧げ物を受け取って安らぎを得てください。女王の霊は供物に目を凝らしたが、その表情は読み取れなかった。彼女は手を伸ばし、その透明な手で供物を一つ一つ撫で、まるで本物かどうか確かめているようだった。チームは運命が危ぶまれながら、静かに期待しながら見守っていた。永遠のように感じられた後、アンケセナーメンの表情は和らぎました。彼女はジョナサンを見つめました。その目には感謝と少しの悲しみが浮かんでいました。ありがとうと彼女は囁いた。その声は彼らの耳を優しく撫でるそよ風のようだった。あなたの努力は私の心を動かしました。私はあなたの贈り物を受け取ります。魂はより明るく輝き始め、その姿はより霊的なものとなった。祭壇の供物はきらめき、その本質が女王の魂と融合したように見えた。空気はより暖かくなり、チーム全体に深い平和感が広がった。アンケセナーメン、あなたが求める平和が見つかりますように、ジョナサンは敬意に満ちた声で言った。女王の魂はうなずき、彼女の姿はゆっくりと夜に溶けていった。輝きは消え、松明は再び安定した明滅に戻った。砂漠は再び静まり返ったが、平和な感覚は残っていた。チームは静かに考えながら立ち尽くし、自分たちの成し遂げた偉業の重みを身に染みて感じていた。彼らはアンケセナーメンの魂を鎮め、彼女の記憶を称え、彼女が長い間求めていた平和をもたらしたのだ。キャンプに戻る途中、ジョナサンは深い達成感を感じました。彼らは未知の世界に立ち向かい、過去への敬意と畏敬の念に導かれて勝利を収めました。王女の呪いは終わりましたが、彼らの発見の旅は続いていました。翌朝、チームは昨夜の出来事について話し合うために集まりました。雰囲気は和やかになり、何週間も彼らを捉えていた緊張感は仲間意識と達成感にとって変わられました。私たちはやり遂げたのよ、とエミリーは顔中に笑みを浮かべながら言った。本当にやり遂げたのよ。サラは誇らしげに目を輝かせながらうなずいた。皆さんのおかげで、アンケセナーメンの魂は安らかに眠れました。この瞬間は私たちにとって忘れられないものになるでしょう。
デイビッドさんは儀式中に撮った写真にまだ驚嘆しながら、これらの写真は私たちの記録にとって非常に貴重なものになるでしょう。私たち全員が感じたエネルギーと存在感を捉えています、と付け加えた。ジョナサンはチームを見回し、感謝の気持ちで胸がいっぱいになった。これはチームの努力の成果です。私たちはアンケセナーメンとツタンカーメンを称え、古代の儀式の力と古代の霊魂に示さなければならない経緯について多くを学びました。チームはその後数日間、発見したことを文書化し、自分たちの経験と得た知識が将来の世代のために保存されるように努めました。彼らは自分たちの仕事が考古学の分野に永続的な影響を与え、過去の謎と少女と死者との強力なつながりに光を当てるだろうと確信していました。キャンプを片付けて王家の谷を去る準備をしていた時、ジョナサンはツタンカーメンの墓を最後にもう一度見ました。彼は古代のファラオとその家族との深いつながりを感じた。それは共に旅をすることで築かれた絆だった。幽霊騒ぎは終わったが、彼らが学んだ教訓は永遠に残るだろう。彼らは愛の力、古代の呪いの強さ、そして過去を尊重することの大切さを目の当たりにした。旅は彼らを変え、彼らは新たな知識と古代世界への敬意を武器に探求を続ける準備ができていた。夜明けの最初の光が地平線から昇る中、王家の谷を去った彼らは、自分たちの旅がまだ始まったばかりであることを悟った。まだ解明すべき秘密や解決すべき謎はたくさんある。しかし、彼らは準備万端で目的を共有し、発見への情熱に突き動かされていた。そして、今や昇る太陽の黄金の光に照らされたツタンカーメンの墓の入り口を振り返りながら、彼らは達成感と充実感を感じた。彼らは霊を鎮め、過去を尊重し、考古学の世界に永続的な影響を与えたのだ。王家の谷にはさらに多くの秘密が隠されており、ジョナサンと彼のチームはそれらを解き明かし、過去を明らかにし、先人たちの遺産を尊重することを決意しました。彼らの旅はまだ終わっていませんが、彼らはこれまでに得た知恵と経験に導かれて、これから待ち受けるどんな困難にも立ち向かう準備ができていました。第5章、恐怖の博物館。パート1、ミイラの闇の力。ツタンカーメンの墓から出土した遺物は、大踊り児的な宣伝とともにカイロの大エジプト博物館に移送された。エジプトの古代の財宝を収蔵・保存するために設計された近代建築の脅威であるこの博物館は、若きファラオとその家族のために一翼を捧げた。このセクションには、伝説の遺物を間近で見たい何百万人もの訪問者が集まると予想されていた。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは、最後の遺物が慎重に新しい場所に収蔵された時、安堵と誇りが入り混じった気持ちになりました。彼らはこれらの歴史の品々を世に出すために多くの苦労をしましたが、今や自分たちの発見が保存され、高く評価されることを知って、ようやく安堵することができました。しかし、勝利の喜びは長くは続かなかった。ミイラが博物館に移された瞬間から、奇妙な出来事が起こり始めた。当初は、ちらつく照明、突然の冷たい風、誰かに見られているような不安感など、些細な出来事だった。職員は、これらの出来事は建物の大規模な電子システムか、新しい構造の自然な沈下によるものだと考えた。しかし日が経つにつれ、現象はより激しく、より危険なものになっていった。それは子供たちから始まりました。学校のグループが新しい展示の最初の訪問者の中にいましたが、若い学生の多くはツタンカーメンの娘たちのミイラに魅了されていました。これらの小さくて壊れやすいミイラは、父親の横にガラスケースに入れられていました。子供たちは古代エジプトの物語に魅了され、好奇心と驚きで顔を輝かせながらガラスに押し寄せていました。ある日、教師はアハメドという少年が若い王女のミイラが入ったケースの前で立ち尽くしているのに気づきました。彼の顔は青ざめ、目は恐怖で見開かれていました。教師が彼の名前を呼びましたが、彼は反応しませんでした。教師が彼の肩に触れると、
彼は意識を失って床に倒れ込みました。アハメドは病院に救送されたが、医師は彼の身体に何の異常も見つけられなかった。数時間後に目覚めた彼は、体が弱り、皮膚が冷たくなっていた。何が起こったのかは思い出せなかったが、圧倒的な存在感、自分の中に浸透していくような暗闇を感じただけだった。事件の噂が広まるにつれ、より多くの子供たちが奇妙な体験を報告し始めた。彼らは、ミイラの目が自分たちを追っているように感じたり、古代言語の囁き声を聞いたり、目の端に塚の間の影を見たりした。展示を訪れた後に気絶したり病気になったりした子供たちも数人いたが、どのケースも前回同様不可解で不安な出来事だった。遺物の適切な管理を確実にするために博物館に関わり続けていたジョナサンは、これらの報告に深く心を痛めた。彼は、ミイラが単なる歴史的遺物ではなく、古代の呪いや強力で落ち着きのない霊魂の重みを帯びていることを知っていた。彼は博物館の館長ナディア・ハッサン博士とチームの他のメンバーとの緊急会議を招集した。展示を見渡せる会議室に集まった時、雰囲気は緊張していた。今起きていることを無視するわけにはいかない、とジョナサンは厳粛な声で言った。こうした事件はあまりにも頻繁で、あまりにも特殊なので、単なる偶然とは考えられない。ミイラは何らかの影響を及ぼしており、その影響を最も受けているのは子供たちだ。現場で長年の経験を持つ実践的な女性、ハッサン医師はゆっくりとうなずいた。私は防犯カメラの映像を確認し、スタッフと話をしました。何が起こっているのか論理的に説明することはできません。しかし、目の前にある証拠を無視することはできません。私たちは行動を起こす必要があります。古代文書の翻訳に尽力したエミリー・カーターは身を乗り出していった。王女たちの霊魂が安らかではない可能性を考慮する必要があります。アンケセナーメンやツタンカーメンとの別れに反応しているのかもしれませんし、私たちがまだ発見していない何かを探しているのかもしれません。機材専門家のデイビッド・フォスター氏は、展示品を確保し、徹底的な調査を行う必要があります。超自然的な力が働いているのであれば、それを理解し、可能であれば無力化する方法を見つけなければなりません、と付け加えた。チームは行動計画に同意した。展示を一時的に一般公開を中止し、異常を捉えるための監視装置を設置する。また、古代の呪いや超自然現象の専門家に相談し、遺物と博物館の訪問者の両方を守る解決策を見つけようとした。夜になると、博物館には訪問者が誰もいなくなり、チームと少数の警備員だけが残った。彼らは素早く作業し、展示物の周囲にカメラ、モーションセンサー、熱画像装置を設置した。また、発生する可能性のある異常な音を捉えるために、感度の高いオーディオ機器も設置した。薄暗いホールを歩いていると、ジョナサンは歓喜を感じた。人工照明でガラスケースが不気味に光っていた。ミイラは静かに横たわっており、その顔はリネンの層と何千年もの時の流れに隠されていた。しかし、彼は古代の遺物から発せられるような警戒心のある存在を感じた。時計が真夜中を過ぎると、チームはコントロールルームに集まり、カメラからのライブ映像を見ていた。しばらくの間、すべてが正常に見えた。ホールは静かで、ケースは動いていなかった。すると、展示室内の温度が下がり始めた。サーモグラフィーカメラは、王女たちのミイラの周囲に突然の不自然な冷たさを記録した。オーディオ機器は、不明瞭ではあるが確かに聞こえるかすかな囁き声を拾った。ジョナサンは身を乗り出し、スクリーンをじっと見つめた。温度計を見てください。その部分から熱が奪われているようです。エミリーは顔色を変えながらうなずいた。そして、あの囁き声に耳を傾けてください。ただの周囲の雑音ではありません。何か、あるいは誰かがコミュニケーションを取ろうとしているのです。デイビッドは声を遮断しようと音量を調整した。
すると、スピーカーから悲しげな叫び声が響き渡り、部屋にいる全員を驚かせた。あれは一体何だったの？ハッサン博士は恐怖で目を大きく見開いて叫んだ。誰かが応答する前に、モーションセンサーが警報を発した。カメラは、ホールを通り抜け、ケースの横を通り過ぎる影のような人物を映した。その人物は、煙のように動き、流れる、暗闇そのものでできているようだった。ジョナサンは額に冷や汗が浮かぶのを感じた。あれは人間じゃない、と彼は囁いた。精霊の一人だ。その姿は若い王女の棺の方へ動き、その形がよりはっきりしてきました。それは手を伸ばし、まるで存在しないかのようにその手はガラスを通り抜けました。中のミイラはかすかに輝き始め、刻々と強くなる脈動する光でした。何か行動を起こさなければなりません、とデイビッドさんは切実に言った。ただ座って見ているわけにはいかないのです。ジョナサンは頭を振る回転させながらうなずいた。封じ込めの儀式を行う必要がある。適切に解放する方法が見つかるまで、霊魂を寄せ付けないようにする何かが必要だ。エミリーは、彼らが持ってきた古代の呪文と呪文の本を素早く取り出しました。彼女は震える指でページをめくりました。ここよと彼女は一節を指さしました。これは聞くはずよ。これは魂を指定されたエリア内に閉じ込めるための高速呪文よ。チームは展示場へ急いだ。息が凍てつくような空気に見えた。ジョナサンはエミリーから本を受け取り、内心を蝕む恐怖にもかかわらず声は落ち着いて古代の言葉を唱え始めた。エミリーとデイビッドもそれに加わり、二人の声が調和の取れた呪文となった。彼らが詠唱すると、影のような人物が彼らの方を向き、その目は不気味な光を放っていた。そして悲鳴を上げ、絶望と怒りの声がホール中に響き渡った。ジョナサンは恐怖をこらえ、言葉に集中した。周囲の空気が濃くなり、影が深くなったように見えた。人影は前進したが、チームは呪文を続け、声はますます大きく力強くなっていった。ミイラのケースの周りに光の障壁が形成され始め、エネルギーで揺らめき、脈動しました。人物は障壁に遭遇すると、その姿がちらつき、後ずさりしました。続けて、ジョナサンは叫んだ。もうすぐ着くよ。その姿は最後の悲痛な叫びを上げ、空気中に消え去り、後には霊気だけが残った。障壁は固まり、ミイラたちを保護する輝きで包んだ。チームは手を下ろし、息が荒くなった。彼らは霊を封じ込めることに成功したが、これは一時的な解決法に過ぎないことを分かっていた。それが何を望んでいるのかを突き止めなければなりません、とエミリーは震える声で言った。永遠に閉じ込めておくことはできません。ジョナサンはうなずいた。賛成だ。我々はこれらのミイラの歴史をもっと深く調べ、呪いとのつながりを理解し、彼らを永久に鎮める方法を見つける必要がある。チームはその夜の残りを映像の確認と収集したデータの分析に費やした。彼らはより多くの情報と洞察を得ることを期待して、古代の呪いや超自然現象の専門家に連絡を取った。夜が明けると、彼らは疲れ果てながらも決意を固めて、ようやく休憩を取った。自分たちが理解を超えた力と対峙していることは分かっていたが、彼らは解決策を見つける決意を固めていた。博物館の訪問者の安全と古代の遺物の神聖さは、それにかかっていた。翌日、博物館は一般公開されずに閉館したままだった。ハッサン博士は重要な研究を行っており、展示品の安全を確保する必要があると説明し、一般向けにはすぐに再開すると約束したが、内心では時間との戦いになっていることを承知していた。ジョナサンと彼のチームは研究を続け、歴史的記録を調べ、専門家に相談し、前夜のデータを分析しました。彼らは古代エジプトの儀式や慣習についてさらに詳しい情報を明らかにし、暗黒の力が働いている理由を理解するのに役立つ手がかりを探しました。調査を進めるうちに、
彼らはある仮説をまとめ始めた。ツタンカーメンの娘たちの霊魂は単に落ち着きがないのではなく、死後の世界で彼女らを守るためにかけられた強力な呪いに縛られていたのだ。しかし、ミイラの発掘とその後の分離によって呪いは解けてしまった。彼らが目撃した闇の力は、呪いの防御本能の表れであり、新たな環境の脅威と感じたことに対する反応でした。霊魂は本来悪意を持っていたわけではありませんが、古代の不屈の力によって自らを守ろうとしていました。呪いを解いて霊を解放するには、複雑な儀式を行う必要があるとチームは認識した。それは、彼らの知識と専門知識だけでなく、彼らが扱っている古代の伝統に対する深い敬意も必要とする儀式だった。儀式の準備をしているとき、彼らはこれまでで最大の試練に直面していることを知っていました。ミイラの闇の力は壊るべきものでしたが、彼らはこれをやり遂げると決意していました。彼らは古代のファラオを称え、生きているものを守り、そして願わくば、落ち着かない霊魂に平穏をもたらすつもりでした。儀式の夜、博物館は大忙しでした。チームは必要な設備を準備し、必要な材料を集め、呪文を練習しました。彼らは間違いが許されないことを知っていました。儀式は完璧に実行されなければなりませんでした。真夜中が近づくと、彼らは展示ホールに集まった。これからやろうとしていることの重圧に心を痛めながら、彼らは自分の位置につき、静かに決意を固めて目を合わせた。ジョナサンは声を安定させ、威厳を持って呪文を唱え始めた。エミリーとデイビッドも加わり、二人の声が調和して力強い栄唱となった。儀式が進むにつれて空気はエネルギーで満ち、気温は下がっていった。ミイラは再び輝き始め、周囲に防護壁が揺らめいた。チームは儀式に全力を注ぎ、声は次第に高まっていった。ミイラの中の闇の力が高まり、霊魂が影のような姿で現れた。しかし今回は、霊魂は前進する代わりに話されている古代の言葉に引き寄せられ、耳を傾けているようだった。儀式が最高潮に達すると、ジョナサンは古代のシンボルが刻まれた歯の儀式用の短剣を掲げた。最後の力強い栄唱とともに短剣を地面に突き刺し、象徴的に呪いを解いた。空気が光とエネルギーで爆発し、影はまばゆい閃光とともに消え去りました。ミイラの輝きは消え、ホールには平和な静寂だけが残りました。チームは息を荒くしながら沈黙して立っていた。彼らはやり遂げた。呪いは解かれ、精霊は静まった。ハッサン博士がホールに入ってきた。彼女の顔には安堵と畏怖の表情が浮かんでいた。もう終わりと彼女はかすかな声で尋ねた。ジョナサンはうなずいた。はい、終わりました。霊魂たちはもう安らかです。チームは抱き合い、心は達成感と安堵感で満たされた。彼らは闇に立ち向かい、勝利を収め、古代の伝統を尊重し、生きているものを守ったのだ。展示ホールを出て、夜明けの第一の光が地平線から昇る中、彼らは何か素晴らしいことを成し遂げたことを悟った。彼らは過去と現在の橋渡しをし、古代の霊たちに平和をもたらし、博物館の訪問者の安全を確保したのだ。彼らの旅はまだ終わっていなかったが、彼らはどんな困難が待ち受けていようとも立ち向かう覚悟ができていた。彼らは目的を共有し、古代の知恵に導かれて先人たちの遺産を尊重しながら、過去の秘密を解き明かし続けるつもりだった。第5章、恐怖の博物館、パート2、致命的な遭遇。大エジプト博物館は、世界中の歴史愛好家や観光客の目印となっていました。しかし、新しく公開されたツタンカーメン展をめぐる興奮は、奇妙な出来事や説明のつかない事件の囁きによって汚されました。ミイラの暗黒の力がより積極的に現れ始め、目撃者全員に永久的な痕跡を残す致命的な遭遇につながると、当初の不安はすぐに完全な恐怖に変わりました。最初の致命的な遭遇は、静かな火曜日の午後に起こった。
地元の学校の子供たちのグループが博物館を訪れ、廊下には笑い声やおしゃべりが響いていた。その中には、古代エジプトに強い関心を持つ、聡明で好奇心旺盛な8歳の少女、レイラもいた。彼女は特にツタンカーメンの娘たちのミイラに魅了されていた。その小さくて繊細な姿は、父親の遺物の壮大さとは対照的だった。子供たちがガラスケースの周りに集まると、レイラは若い王女のミイラに不思議な引力を感じました。ガイドの指示を無視して、彼女はガラスに手を押し当てました。息がガラスの表面を曇らせました。彼女の友人たちはクスクス笑いながら、彼女に加わり、顔を展示物に近づけました。突然、レイラは鋭く冷たい感覚が手から腕に走るのを感じた。彼女は息を飲み、手を離そうとしたが、手はガラスに張り付いているようだった。ミイラの目がかすかに光り、古代の王女が永遠の眠りから目覚めたかのようにアーザブの包みが動くのを見て、彼女は恐怖で目を見開いた。彼女の叫び声は空気を切り裂き、ガイドと他の子供たちの注意を引きました。彼らは彼女のそばに駆け寄りましたが、彼女を引き離そうとしたとき、彼らも凍るような寒さが手足に広がるのを感じました。ガイドは何とか逃げ出し、レイラをつかみ、力いっぱいにケースから引き離しました。レイラは意識を失い、床に倒れ込み、皮膚は冷たく青白くなっていた。他の子供たちは恐怖で後ずさりし、レイラと今は動かなくなったミイラの間を視線で行き来した。ガイドはすぐに助けを呼び、レイラは病院に運ばれたが、数日間昏睡状態が続いた。事件のニュースはすぐに広まり、博物館のスタッフはますます不安になりました。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは、ミイラの力が強まっていることは知っていましたが、これほど直接的で致命的な兆候は予想していませんでした。彼らは、より多くの命が危険にさらされる前に、闇の力を封じ込める方法を見つけたいと願いながら、研究を強化しました。彼らの努力にもかかわらず、幽霊騒ぎは続き、より激しく予測不可能になっていった。ある夜、当番の警備員アハメドが巡回中、ツタンカーメンの展示から柔らかく、メロディアスなハミングが聞こえてきた。好奇心から、彼はその音を追っていった。どうやらその音はミイラのケースから発せられているようだった。彼が近づくにつれて、ハミングはより大きく、より執拗になった。催眠的なメロディーで頭がぼんやりし、アハメドは近づきたいという奇妙な衝動を感じた。彼は手を伸ばしてガラスに触れたが、指は震えていた。手が触れた瞬間、ハミングは止み、骨まで凍るような静寂が訪れた。空気は冷たくなり、アハメドは胸に圧力がかかり、呼吸が困難になるのを感じた。手を離そうとしたが、目に見えない力が彼を拘束しているかのように、手は動かなかった。年上の王女のミイラが光り始め、アーザブの包みが少しほどけて、彼に向かって伸びる乾いた手が現れた。アハメドは恐怖で目を見開いたが、動くことも叫ぶこともできなかった。ミイラの手がガラスを通り抜け、骨のような指が彼の手首を締め付けた。鋭い痛みがアハメドの体を駆け巡り、彼は生命力が奪われていくのを感じた。視界はぼやけ、視界の端に暗闇が迫ってきた。彼は抵抗しようとしたが、寒さがあまりにも強く、体力と意志を奪っていった。朝のシフトが到着すると、彼らはアハメドが床に倒れて死んでいたのを発見した。彼の皮膚は縮み、目は大きく見開かれ、最後の静かな叫び声を上げていた。その光景は博物館の職員に衝撃を与え、致命的な呪いの噂が伸びのように広まり始めた。リバース博士は、すぐに行動を起こさなければならないことを知っていました。ミイラは単なる異物ではなく、日を追うごとに強くなる強力で危険な力の同感なのです。彼は博物館と訪問者を保護するための計画を考案するために、ナディア・ハッサン博士とチームの他のメンバーとの緊急会議を招集しました。これ以上秘密にしておくことはできません、とハッサン博士は心配そうな表情で言った。
一般の人々に知らせる必要があり、脅威を無力化できるまで展示を中止する必要があります。ジョナサンはうなずいた。同意します。ミイラを収容し、より徹底的な調査を行う必要があります。これは呪いに対する当初の理解を超えています。呪いは進化しており、私たちはアプローチを適応させる必要があります。チームは展示物を封鎖し、警備を強化することを決定した。彼らは古代の呪いや超自然現象の専門家を招き、解決策を見つけようとした。博物館の閉鎖が発表され、一般の人々は追って通知があるまで立ち入らないよう呼びかけられた。厳重な警戒にもかかわらず、ミイラの邪悪な力は引き続き大混乱を引き起こした。ある晩、好奇心旺盛な若者の一団が博物館に忍び込み、ソーシャルメディアに載せる幽霊の映像を撮ろうとした。懐中電灯とカメラを手に、彼らは封鎖された展示室へと向かい、誰もいないホールに笑い声が響き渡った。ミイラのケースに近づくにつれ、気温が下がり、懐中電灯が点滅し始めた。彼らはひるむことなく撮影を開始し、動画がネットで有名になる可能性について興奮気味に囁いた。突然、空気が恐怖感でいっぱいになった。ガラスケースは曇り、ミイラからはかすかな幽霊のような光が発せられた。若者たちは圧倒的な恐怖感を覚えたが、目をそらすことはできなかった。年上の王女のミイラが動き出し、まるで風が密閉された箱を通り抜けたかのように、アーザブの包みがカサカサと音を立てた。10代の若者の一人、サムという名の少年が近づき、その不気味な光景にカメラを向けた。突然、ミイラの目が突然開き、不気味な光を放った。ガラスが割れ、強烈な突風がサムを地面に叩きつけた。他の若者たちは悲鳴を上げて逃げたが、展示場のドアがバタンと閉まり、彼らは中に閉じ込められた。サムは這って逃げようとしたが、ミイラの手が伸びてきて、骨のような指がサムの足首を掴んだ。サムは焼けつくようなひどい寒気を感じ、叫び声がホールに響き渡った。他の若者たちは、サムの体が痙攣し、目の前で生命力が失われていくのを恐怖に震えながら見ていた。警備チームがようやくドアを突破すると、サムの亡骸と、心の傷を負ってすすり泣く他の10代の若者たちが隅にうずくまっていた。博物館の職員たちは、自分たちでは到底制御できない事態に直面していることを悟った。リバース博士と彼のチームは努力を倍化させ、あらゆる専門家に相談し、あらゆる可能性を探りました。彼らは、ミイラの闇の力が強くなりつつあり、時間が迫っていることを知っていました。ある夜、彼らが古代の文献を熟読し、霊的アドバイザーに相談していると、思いがけない客が訪ねてきた。エジプトの伝統的なローブを着た年配の男性が、有名な霊的治療師で古代の呪いの学者であるシェイク・アブドゥル・ラーマンだと名乗った。あなたの窮状については聞いています、とシェイク・アブドゥルは穏やかで落ち着いた声で言った。あなたが対処している霊魂は単に呪われているだけではありません。彼らは強力で古代の魔法に縛られています。この呪いを解くには、その起源を理解し、非常に重要な儀式を行わなければなりません。リバース博士は、シェイク・アブドゥルが呪いの歴史と性質を説明するのを熱心に聞いていた。ミイラは単に保護呪文の犠牲者ではなく、安息の地を守り、それを乱す者には復讐するという使命を負った守護者だったのだ。これらの霊を鎮めるには、彼らに敬意と尊敬を示さなければなりません、とシェイク・アブドゥルは続けた。彼らを家族と再会させ、彼らの魂を地上の束縛から解放する儀式を行わなければなりません。そうして初めて闇の力は鎮められ、幽霊の出現は止むのです。シェイク・アブドゥルの指導のもと、チームは儀式の準備を整えた。彼らはこれが最後の希望だと知りながら、必要な材料を集め、呪文を研究した。博物館は閉鎖されたままで、人々は不安を抱えながらニュースを待っていた。儀式の夜、チームは期待に胸を膨らませながら展示ホールに集まった。シェイク・アブドゥルが準備作業を先導し、
緊張感の中、彼の存在は心を落ち着かせる効果があった。真夜中が近づくと、彼らは儀式を始め、古代の言葉を唱え、精霊たちに供物を捧げました。空気はエネルギーで満ち、ミイラのケースが光り始めると気温が下がりました。精霊たちは再び姿を現したが、その姿はぼんやりとしていて不明瞭だった。しかし今回は攻撃する代わりに儀式の力に引き寄せられて耳を傾けているようだった。チームは呪文を続け、声はますます強く自信に満ちていった。ミイラの周りに光の障壁が形成され、エネルギーが揺らめいていた。霊魂たちは怒りと悲しみの混じった目で近づいた。ジョナサンは古代のシンボルが刻まれた儀式用の短剣を持って前に進んだ。この短剣で、あなたを縛る束縛を断ち切ります、と彼は落ち着いた声で言った。私たちはあなたを称え、地上の束縛から解放します。安らかに生きなさい。あなたの魂が安らかに眠れますように。最後の力強い栄唱とともに、彼は短剣を地面に突き刺した。空気は光とエネルギーで爆発し、影は鮮やかな閃光とともに消えた。ミイラの輝きは消え、ホールには平和な静寂だけが残った。チームは息を荒くしながら沈黙して立っていた。彼らはやり遂げた。呪いは解かれ、精霊は静まった。彼らが去った時、展示ホールに到着し、地平線から夜明けの第一の光が差し込むと、彼らは何か素晴らしいことを成し遂げたと悟った。彼らは過去と現在の橋渡しをし、古代の霊たちに平和をもたらし、博物館の来館者の安全を確保したのだ。彼らの旅はまだ終わっていなかったが、彼らはどんな困難が待ち受けていようとも立ち向かう覚悟ができていた。彼らは目的を共有し、古代の知恵に導かれて先人たちの遺産を尊重しながら、過去の秘密を解き明かし続けるつもりだった。第5章、恐怖の博物館、パート3、呪いが広がる。大エジプト博物館は1ヶ月以上も一般公開されていませんでしたが、ツタンカーメンのミイラの呪いは弱まる気配がありませんでした。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームの勇敢な努力にもかかわらず、悪意ある力はますます強くなり、博物館の境界を越えて周囲の町にまで影響を広げているようでした。カイロの通りは古代の復讐の囁きで響き始め、かつては賑わっていた大都市はますます大きくなる恐怖にとらわれました。それは微妙な変化から始まった。焼けつくようなエジプトの真夏にもかかわらず、博物館周辺の気温は著しく下がった。住民は夜に奇妙で不気味な囁き声、遠い昔に忘れ去られた言語で話す声を聞いたと報告した。ペットや野良動物は人間がまだ理解できない危険を本能で感じ取り、その地域を避けた。ある晩、呪いの秘密を解き明かそうと熱望する若い考古学者の小グループが封印された博物館に足を踏み入れることにしました。彼らは超自然現象を記録できれば呪いを理解し、最終的には解く方法を見つけられるかもしれないと考えました。ハイテク機器を携え、好奇心と懐疑心が入り混じった彼らは、隠されたサービスドアから博物館に入りました。彼らが暗いホールを進むにつれ、空気は不吉な予感で重苦しくなっていった。懐中電灯が点滅し、古代の遺物に長く踊る影を落とした。彼らが奥へ進むにつれ、監視されているという感覚が強くなった。考古学者の一人、サラという名の若い女性は、まるで目に見えない指が肌を撫でているかのように、背筋に氷のような寒気が走るのを感じ始めた。ツタンカーメンの娘たちのミイラが安置されている展示ホールでは、空気はさらに冷たかった。グループは機材をセットし、超自然現象の兆候を捉える準備をした。作業を進めると、ミイラのケースから柔らかく幽霊のような光が発せられ始めた。考古学者たちは緊張した表情を交わし、最初の勇ましさは明らかな緊張感の前では消え失せてしまった。突然、ガラスケースが振動し始め、低く悲しげな叫び声が空気を満たした。考古学者たちは恐怖で目を見開いて凍りついた。
ミイラを包んでいた麻布がほどけ始め、若い王女たちの幽霊のような姿が現れ、その目はこの世のものとは思えない光を放っていた。霊魂たちは侵入者たちに向かって浮かび、その表情には悲しみと怒りが混じっていた。精霊たちが手を伸ばし、サラの体を通り抜けると、サラの叫び声がホールに響き渡った。彼女は魂が引き裂かれるかのような耐え難い痛みに襲われた。他の精霊たちはサラを引き離そうとしたが、精霊たちの握力は強すぎた。最後の必死の叫びとともに、サラは息を切らして床に倒れた。残りの考古学者たちが慌てて機材を放棄し、博物館から逃げ出したためパニックが起こった。彼らは息を切らして恐怖に震えながら通りに飛び出し、目撃したことを広めた。サラの死と呪いの拡大のニュースが伸びのように広まると、街の恐怖は完全なヒステリーへと変わった。その後の数日間は、ますます奇妙で恐ろしい一連の出来事が続きました。近くのアパートに住むファティマという名の老婦人は、真夜中に居間から聞こえる足音で目を覚ましました。泥棒だと思い、彼女は懐中電灯を手に取り、音のする方へ慎重に進みました。部屋に入ると、幽霊のような姿が目に入りました。その目はミイラと同じ不気味な光を放っていました。ファティマの叫び声は、その人物が彼女に突進し、その冷たい感触で彼女をその場に凍らせたため、途切れた。翌朝、近所の人たちが彼女を見つけたが、彼女の体は冷たく、生気はなく、顔は恐怖の仮面で凍りついていた。同様の事件が市内で発生し、その度に恐ろしいものとなった。人々は、古代エジプト人の霊が通りをさまよい、悲痛な叫びが夜空に響くのを見たと報告した。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは途方に暮れていました。彼らは呪いを封じ込めるために全力を尽くしましたが、自分たちが対処しなければならないのは理解を超えた力であることは明らかでした。絶望した彼らは、霊界と交信する能力で知られる有名な霊能者、レイラ・ハッサンという人物に助けを求めました。レイラは落ち着いた自信に満ちた様子で博物館に到着し、彼女の存在は混沌の真っ只中に希望の光となった。彼女は展示ホールで降霊術を行い、霊と接触してその動機を知ろうとした。彼女がトランス状態に入ると、室内の温度が急激に下がり、ミイラの幽霊のような姿が再び現れた。レイラを通して、精霊たちは自分たちの苦悩と平和への願いを語りました。彼らは自分たちの不安は安息の地の乱れと家族との別れから生じたものだと明かしました。呪いは必死の保護行為でしたが、古代の王女たちの長引く悲しみと怒りによって、呪いは一人歩きしてしまいました。彼らの窮状を理解したレイラは、ミイラたちを再び合わせ、彼らの遺産を尊重するというチームの意図を伝えました。霊魂たちは落ち着いたようで、輝きは少し弱まりました。それは小さな勝利でしたが、ジョナサンと彼のチームに新たな目的意識を与えました。彼らはすぐに作業に取り掛かり、ツタンカーメンとその家族を称えるために新しく建てられた神聖な墓にミイラを移す準備をしました。呪いの影響はまだ残っていたため、作業は危険を伴いましたが、これが悪夢を終わらせる唯一のチャンスであるという認識に突き動かされ、チームは粘り強く作業に取り組みました。ミイラが慎重に新しい安息の地へ運ばれる間、街は息を飲みました。通りは不気味なほど静まり返り、いつもの喧騒は不安な静けさにとって変わられました。最後に、ミイラは新しい墓に安らかに横たわり、呪いを封じて落ち着かない霊魂に平穏をもたらす強力な儀式が執り行われました。その後数日で気温は平常に戻り、不気味な囁きも消えていった。ツタンカーメンの娘たちの霊はようやく安らぎを得たが、その悲劇的な物語は愛の力と過去を乱すことの結果を痛切に思い出させるものとなった。大エジプト博物館は、収蔵されている古代の遺物に対する新たな畏敬の念とともに再オープンしました。訪問者は、ツタンカーメンとその家族の永続的な遺産の証である、ミイラと呪いの物語を語る名盤で迎えられました。
カイロの街はゆっくりと通常の状態に戻りましたが、致命的な遭遇と広がる呪いの記憶は、今後何年も住民の心に残ることになります。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは、研究対象である古代の霊魂に対する敬意をさらに深めながら研究を続けました。彼らは、過去には多くの秘密が隠されていること、そして歴史と超自然現象の境界線は想像していたよりも薄いことが多いことを知っていました。第6章、脱出と最終対決、パート1、必死の手段。太陽が地平線の下に沈み、大エジプト博物館に影を落とした。ジョナサン・リバーズ博士と彼のチームは、学芸員のオフィス内に設置した仮設の指令センターに集まっていた。ここ数週間は、容赦ない幽霊、不可解な現象、街中に暗い触手を伸ばす呪いの迫り来る脅威に満ちた、恐ろしい試練の日々だった。夜が更けると、部屋は重苦しい静寂に包まれ、時折、彼らの機器の音が聞こえるだけだった。ジョナサンは乱れた髪に手を通した。その顔には疲労と決意が刻まれていた。新しい方法が必要だと彼は言ったが、睡眠不足で声がかすれていた。これまで試したことはすべて、精霊たちをさらに怒らせるだけだった。古代の霊との交信に尽力した霊媒師レイラ・ハッサンは厳粛にうなずいた。ツタンカーメン一族の霊は強力な魔法で縛られています。呪いを解くには、その起源を理解し、それを逆転させる方法を見つける必要があります。博物館の上級エジプト学者マフムード教授は、何日もかけて精査した古代の文書や巻物の山をかき回しながら、何か見逃しているものがあるはずだ、とつぶやいた。霊を鎮めてこの悪夢を終わらせる手がかりや儀式が何かあるはずだ。チームが研究を深めるにつれ、レイラは霊界からの導きを期待して目を閉じて瞑想を始めました。部屋の空気は冷たくなり、かすかなささやき声が静寂を満たしました。レイラの目がパッと開き、視線は鋭く集中していました。私はビジョンを見ましたと彼女は切迫した声で言った。呪いを解くには、ツタンカーメンの家族のミイラを再び集め、時と共に失われた神聖な儀式を行うしかありません。しかし、そのためには、呪いを解く鍵となるマートのアンクと呼ばれる古代の遺物を取り戻さなければなりません。ジョナサンは集中して眉を潜めた。マートのアンク、それについては読んだことがある。バランスと正義を体現する強力なお守りだと言われている。だが、何世紀も行方不明になっている。マフムード教授は興奮で目を輝かせながら身を乗り出した。古い文書館にアンクについての記述があります。伝説によると、アンクは王家の谷の秘密の部屋に隠されており、その場所は当時最も信頼されていた司祭だけが知っていたそうです。呪いを終わらせようと決心したチームは、すぐに計画を立てました。彼らは、古代の文書とレイラの超能力に導かれて、王家の谷へ旅し、隠された部屋を探すのです。旅は危険に満ちていましたが、それが彼らの唯一の希望でした。翌朝、ジョナサン、レイラ、マフムード教授、そしてよりすぐりの考古学者と警備員が王家の谷へ出発した。彼らの前に広がる砂漠の風景は、時の流れと古代エジプトの永続的な遺産をはっきりと思い出させるものだった。谷に近づくにつれ、チームは歴史の重みが自分たちにのしかかってくるのを感じ、不吉な予感が心に浮かんだ。チームは古代の文書をガイドとして使い、谷間の迷路のような通路や隠された部屋を進んでいった。彼らは手がかりを注意深く探し、困難が山積しても決意を曲げなかった。耐え難い暑さ、危険な地形、常に監視されているという感覚が彼らに大きな負担を強いたが、彼らは任務の緊急性に突き動かされて進み続けた。3日目、レイラの超能力が彼らを谷の人里離れた場所に導き、何世紀にもわたる砂と岩で隠されていた入り口を発見しました。入り口を通り抜けると、期待感が空気を満たしました。そこがまさに呪いを解く鍵が隠された部屋でした。部屋は暗く、カビ臭く、
古代の儀式の名残と忘れ去られた祈りの響きで満ちていた。部屋の中央には石の台座が立っていて、その上にマートのアンクが置かれていた。その護符はこの世のものとは思えないほどの光を放ち、その複雑な彫刻とシンボルは力と古代の知恵を放っていた。ジョナサンがアンクを慎重に保管場所から持ち上げると、低い振動が部屋中に響き渡った。壁はエネルギーで脈動しているようで、空気は目に見えない力の存在で濃くなった。チームは時間がないことを知っていた。彼らはすぐに地上に戻り、マートのアンクを無事に手に入れた。大エジプト博物館に戻ったチームは、最後の儀式の準備を整えた。ツタンカーメンの家族のミイラを集め、展示ホールの神聖な円の中に配置した。レイラはマートのアンクを手に、中央に立ち、呪いを終わらせる儀式を行う準備を整えた。儀式が始まると、部屋は冷たくなり、古代の霊たちの幽霊のような姿が再び現れました。レイラが古代の呪文を唱え、アンクの力を呼び起こすのを見ながら、彼らの目は希望と悲しみの混じった光で輝いていました。空気はエネルギーでパチパチと音を立て、ミイラは霊妙な光を放ち始めました。ジョナサンと他の人々は、ツタンカーメンの家族の霊がアンクに引き寄せられ、その姿が一つの輝く光線に融合するのを畏敬の念を持って見守っていました。呪いの重圧が消え、平和と静けさが感じられました。儀式は最高潮に達し、最後の光の爆発とともに霊魂は消え去り、彼らの長い旅はついに終わりを迎えた。ミイラたちは安らかに眠り、彼らの魂は呪いの束縛から解放された。目的を果たしたマートのアンクは暗くなり、元の状態に戻った。チームは全員安堵のため息をついた。彼らの試練はついに終わったのだ。彼らは想像を絶する恐怖に直面し、古代の秘密を暴いたが、最終的には勝利したのだ。ツタンカーメンの呪いは解かれ、彼の家族の霊は安らかに眠っていた。展示ホールから出てきた時、夜明けの最初の光が地平線から差し込み、彼らは何か素晴らしいことを成し遂げたことを悟った。彼らは過去と現在の橋渡しをし、古代の霊たちに平和をもたらし、博物館の訪問者の安全を確保したのだ。彼らの旅はまだ終わっていなかったが、彼らはどんな困難が待ち受けていようとも立ち向かう覚悟ができていた。彼らは目的を共有し、古代の知恵に導かれて先人たちの遺産を尊重しながら、過去の秘密を解き明かし続けるつもりだった。第6章、脱出と最後の対決、パート2、ミイラとの対決。大エジプト博物館は、これまで以上に不気味に見えた。月明かりに照らされた影が、何もないのに何かが動いているような錯覚を与え、空気はまるで触れられるような恐怖感で満ちていた。ジョナサン・リバーズ博士、レイラ・ハッサン、マフムード教授、そしてチームの残りのメンバーは、展示ホールの入り口に立っていた。彼らの呼吸は浅く、神経は張り詰めていた。内部には、ツタンカーメン一家のミイラが不気味なほど優雅に並べられており、古代の包帯が死者の姿を今も保っていた。このミイラが呪いの源であり、チームは彼らを悩ませる幽霊によって狂気の淵に追いやられていた。今こそ、彼らの恐怖の源と直接対決する時だった。準備はいいかい？ジョナサンは落ち着いて低い声で尋ねた。彼はチームのメンバー一人一人に目をやり、ためらいの兆候がないか探した。誰も表面上は恐れをなしていないが、彼らの目には紛れもない緊張が感じられた。レイラは指の関節が白くなるほど強くマートのアンクを握りしめました。これが唯一のチャンスです、と彼女は言いました。魂はこれらの体に縛られています。彼らの魂を再び結びつけ、呪いを終わらせる儀式を行わなければなりません。チームは一体となって前進し、その足音が洞窟のようなホールに響き渡った。彼らはミイラの周りに円を描き、状況の重大さにふさわしい厳粛な態度で各自の位置を取った。レイラは中央に立ち、マートのアンクを高く掲げていた。呪文を唱え始めてください、とマフムード教授はかろうじて囁くような声で指示した。
レイラは目を閉じて、とても古い言語で詠唱を始めた。その言葉はまるで博物館の石にまで響き渡るほどだった。彼女が話している間、周囲の空気は冷たくなり、低い音がホールに響き渡った。まるで現実の構造そのものが彼女の言葉の力によって変化しているようだった。ミイラが動き始めた。最初はほんのわずかな動き、指のピクピク、手足の動かしだけだった。しかし、ミイラは一匹ずつ起き上がり、その目は不自然な光を放っていた。チームは古代の邪悪な力によって体が動かされ、立ち上がるミイラたちを恐怖と興味を持って見守った。詠唱を続けろ、ジョナサンは声を震わせながら平静を保とうと努めながら促した。レイラの声はますます大きくなり、強くなり、彼女はマートのアンクを頭上に高く掲げた。その異物はまばゆい光を放ち、部屋中に長い影を落とした。ミイラたちは後ずさりし、動きはますます不規則で狂乱的になった。空気は不気味な鳴き声の不協和音で満たされ、古代の霊たちが苦悩と怒りに叫んでいた。気温は下がり続け、チームは自分たちの息が空気中に霧のように漂うのを見ることができた。突然、ミイラの一体がレイラに突進し、腐った手で彼女を掴もうとした。ジョナサンは飛び上がり、事前に用意しておいた間に合わせの松明を振り回した。彼は松明をミイラに振りかざすと、炎でミイラは後ずさりして後退した。奴らを阻止しなければならない、彼は叫んだ。レイラにはもっと時間が必要だ。チームはレイラの周りに防御陣を組み、あらゆる道具を使って迫り来るミイラを撃退した。マフムード教授は古代の杖を振りかざし、その象形文字は脅威に反応するかのようにかすかに光っていた。他のチームメンバーは松明、シャベル、さらには壊れた異物の破片を使ってミイラを寄せ付けなかった。レイラの詠唱はさらに大きくなり、その声は混乱の中で力強い灯台となった。マートのアンクはエネルギーで脈動し、その光は刻々と明るくなっていった。ミイラたちは苦痛に叫び、儀式の力が効き始めると、その姿はちらついた。他のミイラよりも大きくて威圧的なミイラの一体が防衛線を突破し、その古代の姿からは想像できない速さでジョナサンに迫りました。ジョナサンは全力で松明を振り回して避けました。炎がミイラの包帯に燃え移り、ミイラは炎に包まれ、苦しみもだえながらくすぶる塊となって崩れ落ちました。もうすぐ着くわよ、レイラは絶望と希望が入り混じった声で叫んだ。あと少しだけ。ミイラたちは容赦なく攻撃し、儀式が最高潮に近づくにつれて、攻撃はますます激しくなっていった。チームは勇敢に戦ったが、疲労が表に出始めていた。切り傷やあざが彼らの皮膚を蝕み、疲労で動きが鈍くなっていた。ついに最後の勝利の叫びとともに、レイラは呪文を唱え終えた。マートのアンクがまばゆい光を放ち、エネルギーの衝撃波がそこから噴出してホールを吹き抜けた。ミイラたちは後ろに投げ出され、光に照らされてその体は命のない塊となって崩れ落ちた。遠吠えはやみ、深い沈黙が訪れた。呪いの重圧は消え、空気は暖かくなった。チームは呆然と立ち尽くし、息が荒くなった。もう終わりよとレイラはマートのアンクを下ろしながら囁いた。彼女は足元がふらつき、ジョナサンは急いで彼女を支えるために駆け寄った。やったな、彼は畏敬と安堵の声で言った。呪いを解いたんだ。レイラは力尽きかけ、弱踊り自しくうなずいた。魂たちは今や安らかです。ようやく安息が訪れます。チームは集まったが、彼らの顔には安堵と信じられない思いが混じっていた。彼らは想像を絶する事態に直面し、勝利を収めた。ミイラは動かなくなり、その脅威はついに消えた。夜明けの光が展示ホールの窓から差し始めると、チームは外に出た。疲労で足取りは重かったが、成功したという認識で心は軽やかだった。ツタンカーメンの呪いは解かれ、家族の魂は解放された。ジョナサンは博物館を振り返ると、
その正面は今や昇る太陽の暖かい輝きに包まれていた。それは新しい日、新しい始まりであり、古代ファラオの遺産は人々を鼓舞し、畏敬の念を抱かせ続けるだろうが、もはや悩ませることはないだろう。この試練は彼らの間に絆を育み、恐怖と勝利を分かち合った絆となった。彼らは過去の闇に立ち向かい、精神を揺るがすことなく光の中に姿を現した。彼らは共に古代世界の力と危険に対する新たな敬意を抱きながら、歴史の謎を探求し続けることになる。第6章、脱出と最終対決、パート3、犠牲と勝利。大エジプト博物館は、今は静まり返っているものの、戦いの最後の瞬間を待ち構えて息を潜めているようだった。チームは疲れ果てて倒れたミイラたちに囲まれ、体も心も限界まで追い詰められていた。戦いは長く困難なものだった。彼らは呪われたミイラたちを一時的に制圧することに成功したものの、呪いの邪悪なエネルギーは依然として残っており、彼らが直面したばかりの恐怖を再び呼び起こす恐れがあった。ジョナサン・リバーズ博士、レイラ・ハッサン、マフムード教授らは、ツタンカーメン一家のミイラが横たわる中央展示場の周りに集まった。空気は迫り来る終末感で満ちていた。マートのアンクはレイラの手の中でまだかすかに輝いていたが、その力は弱まりつつあり、呪いを本当に解くには、より永続的な解決策が必要であることをみんなが知っていた。呪いを永久に封印しなければなりません、とジョナサンは疲労困憊の表情にもかかわらず声はしっかりしていた。儀式だけでは十分ではありません。霊魂たちが永遠の安らぎを見つけられるようにしなければなりません。マフムード教授は顔色は青ざめながらも決意を固め、うなずいて同意した。最後の犠牲について書かれた古代の文献があります。それは魂を死後の世界に縛り付け、戻れないようにするものです。それは危険ですが、私たちの唯一の希望かもしれません。レイラは顔を上げた。その目には決意と恐怖が入り混じった表情が浮かんでいた。それは何を意味するの？と彼女は静かに尋ねた。この文章は、少女と死者の間の橋渡しをするために進んで捧げられた命について語っている、とマフムード氏は説明した。少女のエネルギーを魂を安息へと導くための犠牲だ。彼の言葉の重みが理解されると、一同は重苦しい沈黙に包まれた。彼らはここまで来て、懸命に戦ってきたが、今や彼らのうちの誰かが勝利を確実にするために究極の犠牲を払わなければならないのだ。私がやります、とレイラは震える手にもかかわらず声は落ち着いていた。私は最初からこの呪いに関わっていた。最後までやり遂げるのが私の使命よ。いいえ、ジョナサンは前に進み出て、きっぱりと言った。私がやるべきだ。私はこのチームのリーダーだ。これは私の責任だ。ジョナサンとレイラは優しく言った。あなたには生きる理由がたくさんある。故郷にはあなたを待っている家族がいる。私に任せてください。私はこれらの古代の文献の研究に人生を捧げてきました。リスクは承知していますし、それに立ち向かう覚悟もできています。チームは、悲しみとレイラの勇気に対する称賛の入り混じった表情でそれを見守っていた。ジョナサンは大切な同僚であり友人である彼女を失うという考えに心が重くなり、決断に苦しんでいた。本当にそうなのか、彼はついに、かろうじて囁くような声で尋ねた。レイラは小さく悲しげな笑みを浮かべながらうなずいた。はい。これが私の選択です。これが私が変化をもたらす方法です。マフムード教授は前に進み出て、目には流しきれなかった涙が輝いていた。ありがとう、レイラ。あなたの犠牲は無駄にはなりません。私たちは呪いが解けて霊たちが安らかに眠れるようにいたします。深呼吸して、レイラは展示の中央に立ち、マートのアンクをしっかりと握りました。チームの残りのメンバーは彼女の周りに輪を作り、手を合わせて団結しました。
マフムード教授は詠唱をはじめ、その声は言葉の古代の力で響き渡りました。レイラは目を閉じてアンクのエネルギーに集中し、その温かさが体中に広がるのを感じた。彼女も詠唱をはじめ、彼女の声はマフムードの声と混ざり合い、調和の取れたシンフォニーとなってホールに響き渡った。儀式が進むにつれ、柔らかく幽玄な光がレイラを包み、刻々と明るさを増していった。空気はエネルギーでパチパチと音を立て、生者と死者の境界が曖昧になり、部屋はきらめいているように見えた。レイラの声は、アンクに生命力を注ぎ込むにつれて、より強く、より自信に満ちたものになった。ミイラたちは再び動き始めたが、今度はその動きは激しくはなかった。代わりに、彼らは光に引き寄せられているようで、その姿はキラキラと光る粒子に溶けてレイラの周りを渦巻いていた。部屋のエネルギーが強まり、チームは呪いの力がアンクに引き込まれていくのを感じました。レイラの体は異世界の光で輝き始め、エネルギーが彼女を飲み込むにつれて彼女の姿は半透明になりました。最後の力強い詠唱とともに、レイラはアンクのエネルギーを解放し、ホールに衝撃波を送り込んだ。ミイラの姿は完全に崩壊し、その魂は呪いの束縛から解放された。レイラを包む光は眩しいほどに明るくなり、最後の輝く爆発とともに消え去り、その後には不気味な静寂が残った。チームは友人であり同僚であった人物を失った悲しみに心を痛め、呆然と立ち尽くしていた。呪いの重圧は消え、深い安らぎが感じられた。空気は暖かく、静まり返り、博物館はいつもの静けさを取り戻した。ジョナサンは前に進み出て、レイラが立っていた場所をじっと見つめた。彼女がやったんだ、と、畏敬の念と悲しみが入り混じった声で囁いた。彼女は私たち全員を救ってくれたんだ。マフムード教授はジョナサンの肩に手を置き、表情を曇らせた。彼女の犠牲は忘れられないでしょう。彼女はツタンカーメンの家族の霊が永遠の安らぎを得ることを保証したのです。チームは疲労と悲しみで足取りが重くなりながら、ゆっくりと展示ホールから出て行った。博物館を出ると、夜明けの最初の光が地平線から差し始め、古代の石に暖かい光を投げかけていた。ジョナサンは博物館を振り返った。彼の心は悲しみと感謝の気持ちでいっぱいだった。レイラの犠牲は無駄ではなかった。呪いは解かれ、魂は解放された。彼らは勝利したが、大きな代償を払った。チームは外に集まり、昇る太陽が背後に長い影を落としていた。彼らは想像を絶する恐怖に直面し、勝利を収めた。彼らの絆は、共に試練を乗り越えた試練の中で築かれた。彼らは、勇気と無視無欲の力を思い出させる、レイラの犠牲の記憶を胸に抱くだろう。夜明けの光の中に立っていると、ジョナサンは自分たちの仕事がまだ終わっていないことを悟った。まだ解明すべき謎、探求すべき歴史、尊重すべき古代の呪いが残っていた。しかし今のところ、彼らは平和なひととき、失った友人と成し遂げた勝利を思い出すひとときを獲得した。彼らは共に、過去の遺産を尊び続け、学んだ教訓を未来に伝えていくだろう。そして、彼らの勝利を可能にした犠牲を決して忘れないだろう。第7章、解決とその後、パート1、再会と平和。朝日が回路に明るく輝き、賑やかな街に金色の光を投げかけていた。大エジプト博物館は、この国の豊かな歴史の記念碑として立っていたが、今日では、この国を苦しめてきた古代の呪いに立ち向かった人々の勇気と犠牲の証でもある。考古学者と研究者のチームが旅の最終段階に集まると、空気は静けさと終末感で満たされた。ジョナサン・リバーズ博士は、勝利と敗北の重圧を背負いながら、博物館の壮大なホールを先導した。ツタンカーメンとその家族に捧げられた展示は、細心の注意を払って修復され、それぞれの遺物はファラオの遺産を尊重するように注意深く配置されていた。ツタンカーメン、アンケセナーメン、そして彼らの2人の子供のミイラは、それぞれの石棺に横たわり、
ついに安らかに眠っていた。ジョナサンは展示物に近づくと立ち止まり、ここに至るまでの旅を少し考えてみました。呪いとの戦いは悲惨で、恐怖と絶望の瞬間に満ちていました。しかし、最終的に彼らは勝利し、古代の家族の霊魂は今や安らかに眠っていました。マフムード教授もジョナサンに同調し、静かに考え込んでいるような表情を浮かべた。もう終わりだと教授は静かに言った。呪いは解け、魂は安らかに眠っている。ジョナサンはミイラの穏やかな顔を見つめながらうなずいた。レイラのおかげです、と悲しみを帯びた声で答えた。彼女はこの平和を確保するために、究極の犠牲を払いました。レイラの最後の記憶は、まだチームに重くのしかかっていた。彼女の勇気と無視無欲が呪いを解く鍵であり、彼女を失ったことは癒すのに時間のかかる傷だった。しかし、彼らは古代の遺跡の前に立った時、彼女の犠牲が無駄ではなかったことを知った。チームの残りのメンバーも彼らに加わり、展示物の周りに輪を作りました。メンバーはそれぞれ、肉体的にも精神的にも試練の傷を負っていましたが、共通の目的のために団結していました。一緒に過去の闇に立ち向かい、勝利を収めたのです。マフムード教授は、落ち着いた敬虔な声で祈りを唱え始めた。それは死者のための祈りであり、彼らの魂が来世で安らかに眠れるようにと願うものだった。チームは頭を下げ、心は悲しみと感謝の気持ちで満たされた。祈りが終わると、深い沈黙が部屋中に広がりました。それは、古代の精霊たちと、この瞬間を可能にしたレイラの犠牲に対する敬意に満ちた沈黙でした。呪いの残っていた悪意が空気から浄化されたかのように、空気は軽くなったように感じました。ジョナサンは前に進み出て、真実とバランスの女神マートの成功に彫られた小さな像をツタンカーメンの石棺の足元に置いた。それは彼らが回復したバランスの象徴であり、彼らを導いた古代の知恵への賛辞であった。来世で安らぎを得られますように、とジョナサンはファラオとその家族に優しく語りかけた。あなたの遺産は尊重され、あなたの物語は記憶に残るでしょう。チームは静かに考えながら、それぞれが思いにふけっていました。彼らは超自然現象、歴史の重み、そして古代の呪いの力と向き合ってきました。そして、そのすべてを通して、彼らは自分たちの決意の強さと友情の壊れることのない絆を発見しました。展示場を後にしようと振り返ると、彼らはどこかで終わりを感じた。かつては幽霊と恐怖の場所だったこの博物館は、今や歴史と記憶の聖域となった。ツタンカーメンの家族の霊魂は再び集まり、彼らの魂は今や安らかに眠ることができるのだ。外ではカイロの街は活気に満ち、日常の商取引や会話の音が博物館の静寂と対照的だった。チームは太陽の光の中に現れ、その明るさに目を細めた。彼らはほとんどの人が想像できないほどの試練を乗り越えたが、それを乗り越えてより強く、より団結した。マフムード教授はジョナサンの肩に手を置き、友情と相互尊重の印を示した。私たちはやり遂げたと教授は簡潔に言った。ジョナサンはうなずき、唇に小さな笑みを浮かべた。ええ、そうしました。そして今、私たちは過去を尊重し、その遺産を守りながら歩み続けています。街を進むにつれ、チームのメンバーは皆、新たな気持ちを感じました。暗闇に立ち向かい、光の中に現れた彼らは、勝利と自分たちが変化をもたらしたという認識によって、精神を奮い立たせていました。ジョナサンにとって、この旅は意味深いものでした。彼は好奇心と過去を解明したいという願望に突き動かされて、考古学探検隊のリーダーとして出発しました。しかし、彼は発見と古代世界への敬意の間の微妙なバランスを認識し、歴史の守護者として浮上しました。レイラの犠牲は彼らの物語の一部であり、未知のものに立ち向かうために必要な勇気と献身を思い出させてくれる。彼女の遺産は、彼らが続けた仕事、
彼らが語った物語、そして彼女を思い出す人々の心の中に生き続けるだろう。チームが解散し、それぞれが次の目的地に向かう中、ジョナサンは自分の中に目的意識が定着するのを感じました。まだ解明すべき謎があり、探求すべき歴史がまだあります。しかし今、彼らは最大の逆境をすでに克服したという知識を武器に、これから待ち受けるどんな困難にも立ち向かえると確信していました。大エジプト博物館は、歴史と遺産の象徴として、ツタンカーメンとその家族の永続的な遺産の証として存在していました。そして、その壁の中で、過去の霊魂はようやく安らぎ、彼らの物語が語られ、呪いが解かれ、平和が確保されました。太陽は空高く昇り、街に暖かい光を投げかけました。そしてチームは未来に向かって歩みながら、過去の教訓、団結の強さ、そしてこれからの旅への揺るぎない希望を胸に抱きました。第7章、解決とその後、パート2、遺産と反省。大エジプト博物館は新たな目的意識とエネルギーで賑わっていました。かつては重苦しい恐怖感で満たされていたホールは、エジプトの豊かな歴史の織物について学ぶことに熱心な訪問者、学者、学生たちのざわめきで活気づいていました。かつて博物館を覆っていた呪いは解かれ、その代わりに古代の霊魂とそれらを称えるために捧げられた犠牲に対する深い尊敬が生まれました。ジョナサン・リバーズ博士は、博物館の新しく開設された棟の入り口に立って、ツタンカーメンの墓から出土した遺物に驚嘆する学生たちの姿を眺めていた。展示は、宝物の壮大さを披露するためだけでなく、若きファラオと愛する王妃アンケセナーメン、そして彼らの子供たちの物語を伝えるために、細心の注意を払って企画された。それは、愛と悲劇、そして時と死を超えた絆で結ばれた家族の永続的な遺産の物語だった。訪問者を観察しながら、ジョナサンは彼らをこの瞬間に導いた旅路を思い起こさずにはいられませんでした。古代の呪いとの戦いは悲惨なものでしたが、同時に変革をもたらすものでした。彼らの仕事に対する見方を変え、より深い敬意と責任感を仕事に吹き込みました。マフムード教授は思慮深い表情で近づいてきた。博物館が再び活気にあふれているのを見るのは驚くべきことではないでしょうか。ジョナサンはうなずいた。これは私たちが成し遂げたことの証です。私たちは歴史を保存しただけでなく、それを守る霊たちに敬意を表したのです。マフムードは微笑んだ。そして、霊らの犠牲が無駄にならないようにしました。霊らの記憶は呪いを破った勇気と無視無欲さを思い出させるものとして常に存在していました。彼女の遺産は展示品だけでなく、彼女を知る人々の心の中にも博物館で生き続けています。チームは彼女の名前を冠した奨学金制度を設立し、彼女と同じ情熱と献身を持つ若い考古学者を支援することに専念しました。博物館はまた、古代文化を尊重することの重要性を訪問者に教えることを目的とした一連の教育プログラムも開始した。ワークショップ、講義、インタラクティブな展示は、エジプトの豊かな歴史とその遺産を保護する必要性についての理解を深めるために企画された。展示を見学していると、ジョナサンとマフムードのチームメンバー数名が加わりました。それぞれが、この旅とそこから学んだ教訓について思いを巡らせていました。彼らにとって博物館は単なる仕事場ではなく、共通の経験と逆境を通して築いた絆の象徴でした。チームの主任保存修復士であるナディーン・カーター博士は、ツタンカーメンとアンケセナーメンの像が収められた展示ケースの前で立ち止まった。これを見るたびに、その中心にある愛の物語を思い出します。と彼女は言った。それは時代を超えて響き渡る物語なのです。ジョナサンはうなずいた。そして、それは私たちが何をしているのかを思い出させてくれます。それは単に過去を発掘することではなく、私たち全員を結びつける人間の物語を保存することです。チームは展示の様々なセクションを通りながら歩き続けた。
金色の戦車から精巧な宝石まで、それぞれの遺物が物語の一部を語っていた。しかし、最も注目を集めたのは、今や平和に再会した王家のミイラだった。彼らの穏やかな表情は、彼らの遺産を尊重する努力を認めているかのように、感謝の気持ちを伝えているようだった。マフムード教授はミイラの展示の前で立ち止まり、子供たちの顔をじっと見つめた。ある意味、彼らも私たちの物語の一部になったのです、と彼は言った。彼らの人生、彼らの死、そして彼らを縛る呪い、すべてが私たち自身の旅と絡み合っているのです。ジョナサンも同意した。そして、この物語はこれからも語り継がれ、未来の世代に私たちの共通の遺産を尊重し、守るよう促すことになるだろう。その日の終わりが近づくと、チームは博物館の中庭に集まり、小さな式典が開かれました。それは、彼らの功績を称え、これからの道を振り返るひとときでした。ジョナサンは前に進み出て、グループに話しかけました。彼の声には、彼らの集合的な経験の重みが込められていました。私たちは信じられないほどの困難に直面し、多大な犠牲を払ってきました、と彼は語り始めた。しかし、その間ずっと私たちは真実を明らかにし、過去を尊重し、先人たちの遺産を守るという私たちの仕事の原則を守り続けてきました。この博物館は、これらの原則と私たちのチームの粘り強さと献身の証です。彼は同僚たちの顔を見回し、それぞれが共に歩んできた道のりを思い浮かべた。歴史とは遺物や日付だけではないということを学びました。歴史とは物語や人々、そして私たちを結びつけるつながりなのです。これから先もこれらの教訓を心に留め、人類の歴史の豊かな織物に敬意を払い、尊重する仕事を続けていきましょう。式典は、レイラと彼らの旅に貢献したすべての人々への黙祷で終了しました。カイロに日が沈むと、チームは新たな目的意識を感じました。彼らは暗闇に立ち向かい、より強くなって立ち上がり、彼らの絆は壊れることはなく、彼らの決意は揺るぎないものでした。その後数日から数週間で、博物館は繁栄しました。世界中から訪問者がツタンカーメンの財宝を見学し、ファラオの遺産について学び、古代の呪いに直面したチームの驚くべき物語を聞くためにやってきました。教育プログラムが拡大し、エジプトの遺産の保存に献身する新世代の考古学者と歴史家が育成されました。ジョナサンは充実感を持って仕事を続けました。講義をし、論文を書き、若い学者を指導し、常に過去への敬意と畏敬の念の重要性を強調しました。彼らの旅の物語は彼の教えの礎となり、歴史の力とその真実を明らかにしようとする人々の永続的な遺産を思い出させるものとなりました。マフムード教授もまた新たな目的を見出した。彼は博物館や大学と協力し、それぞれの経験を共有し、文化遺産の保護を訴えた。彼の仕事は世界中を飛び回ったが、彼の心は博物館と彼の第二の家族となったチームに残っていた。ナディーン・カーター博士とチームの残りのメンバーは、これまで学んだ教訓を常に念頭に置きながら、研究と保存活動を継続しました。彼らは遺物を保存する新しい技術を開発し、将来の世代がエジプトの過去の脅威を体験できるようにしました。彼らの仕事は、彼らの献身と先人たちの遺産の証です。年月が経つにつれ、呪いとチームの勝利の物語はそれ自体が伝説となりました。教室、博物館、キャンプファイヤーの周りで語られる物語であり、勇気、犠牲、そして壊れることのない友情の絆の物語でした。人々に歴史の力とそれを将来の世代のために保存することの重要性を思い出させる物語でした。大エジプト博物館は、その遺産の象徴として、過去と現在が交わる場所、歴史が記憶されるだけでなく、崇拝される場所として存在していました。そして、博物館の壁の中で、ツタンカーメンとその家族の霊は永遠の安らぎを見つけ、彼らの物語が語られ、彼らの遺産が尊重されました。
ジョナサンと彼のチームにとって、この旅は変革をもたらすものでした。彼らは未知の世界と古代の力に立ち向かい、世界とその中の自分たちの位置についてより深い理解を得て旅を終えました。彼らの物語は、愛の普及の力、人間の精神の回復力、そして過去を尊重することの重要性を証明するものでした。そして、カイロに太陽が昇り、沈むにつれ、博物館は繁栄を続け、ツタンカーメンとその物語を発掘したチームの遺産の生きた証となりました。それは永続する遺産であり、未来の世代に過去を探し求め、その物語を尊重し、その宝物を保護するよう促しました。エピローグ、エジプトの砂漠の砂は永遠で不変であり、真昼の太陽の厳しい黄金の光の下で古代の秘密を囁いていました。これらの砂は帝国の攻防を見守り、ファラオの壮大さを目撃し、過去の時代の謎を隠していました。これらの秘密の中には、若きファラオ、ツタンカーメンの物語があり、その遺産は現代世界と不思議かつ恐ろしい形で絡み合っていました。大エジプト博物館は、今では歴史への畏敬と回復力の象徴として、この時代を超えた背景を背に堂々と立っています。館内では、世界中から訪れた人々がホールを歩き回り、かつてナイル川のほとりで栄えた文明の遺物に驚嘆しています。ツタンカーメン、アンケセナーメン、そして彼らの子供たちに捧げられた展示は、ファラオの生涯や、かつて博物館を悩ませた呪いの恐ろしい物語に興味を持つ人々を引きつける中心的な展示でした。今ではエジプト学の分野で著名なジョナサン・リバーズ博士は、展示のメインギャラリーに静かに立っていた。細心の注意を払って並べられた遺物は、王の物語だけでなく、愛と悲劇で結ばれた家族の物語を語っていた。博士の目は再会したミイラたちの穏やかな顔にとどまり、彼らの表情はようやく安らぎを取り戻した。この瞬間までの道のりは困難で、危険と犠牲に満ちていたが、それはまた大きな変革をもたらすものだった。隣で同じ光景を眺めていたマフ・ムードエル・アミン教授も、ジョナサンと同じ思いを抱いていた。彼らはツタンカーメンの墓を掘り起こすために砂を掘り起こした最初の興奮と恐怖の日々から長い道のりを歩んできた。かつて彼らを脅かしていた暗く恐ろしい呪いは解かれ、学問を超えた教訓を残していった。それは彼らに敬意、謙虚さ、そして歴史の力について教えてくれた。呪いが解けて以来、博物館は繁栄し、教育と保存の道しるべとなりました。レイラの名を冠した奨学金は、すでに多くの若い考古学者が情熱を追求するのを助け、彼女の遺産が彼女の後を継ぐ人々の心と精神に生き続けることを保証してきました。彼女の勇気と犠牲は、記念碑だけでなく、博物館の使命を定義する活気に満ちた継続的な仕事の中にも記憶されています。学生の一団が展示ケースの一つに集まり、好奇心と驚きで表情が輝いていた。ジョナサンはガイドが語るツタンカーメンのアンケセナーメンへの愛と子供たちの悲劇的な運命の物語を聞きながら微笑んだ。それは深く心に響く物語であり、何千年にもわたる人間のつながりを思い出させる物語だった。ツアーが進むにつれ、ジョナサンはマフムードの方を向いた。信じられないでしょう。これらの物語が今でも人々を魅了し、刺激を与えているのを見るのは。マフムードさんはうなずいた。これは私たちがなぜこの仕事をしているのかを思い出させてくれます。これは単なる遺物に関することではなく、遺物が表す人生や、遺物が私たちに教えてくれる教訓に関することなのです。彼らはギャラリーを歩き、これらの宝物を保存するために行われた広範囲にわたる研究と保全活動を紹介する展示を通り過ぎました。呪いは、この作業の多くにとってのきっかけとなり、彼らにこれまでとは違う方法で革新と協力を促しました。呪いは彼らをチームとしてより親密にし、生涯続く絆を築きました。博物館の静かな一角では、新しい展示の準備が進められていた。それは呪いに立ち向かい、勝利した現代の英雄たちに捧げられたものだった。レイラを含むチームの写真が、
旅の遺物と共に展示されていた。それは彼らの発見がもたらした人的犠牲と、最も暗い時代を彼らが切り抜けた勇気を痛切に思い起こさせるものだった。太陽が沈み始め、街に暖かな光が差し込む頃、ジョナサンとマフムードは博物館のテラスにいました。遠くにピラミッドが見えるカイロの眺めは息を飲むほど美しかったです。カイロは対照的な街で、古代と現代がダイナミックなタペストリーのように共存していました。私たちはここで素晴らしいことを成し遂げました、とジョナサンは静かに語った。私たちは過去と現在の橋渡しをし、私たちの先人たちの物語が記憶され、尊重されるようにしました。マフムード氏は微笑んだ。そして我々は、歴史は単なる日付や出来事の羅列ではなく、我々の世界を形作り続けている人間の経験の集合体であることを示したのです。彼らの旅のエピローグは終わりではなく始まりでした。それは、過去の教訓が彼らの将来の取り組みを導く新しい章の始まりを示しました。博物館は、歴史の永続的な力の証として、学び、発見、そして尊敬の場であり続けます。夜になると、博物館の照明が彫像や遺物を照らし、静寂の中で踊っているかのような長い影を落としました。ツタンカーメン、アンケセナーメン、そして彼らの子供たちの霊魂は安らかに眠り、彼らの物語は語り継がれ、彼らの遺産は守られました。ジョナサン、マフムード、そして彼らのチームにとって最大の困難を乗り越えたのと同じ情熱と敬意に突き動かされて仕事は続けられるでしょう。夜の静寂の中、ジョナサンは街を見渡し、彼らが尊敬し理解するためにやってきた霊たちに静かな約束を囁いた。彼らの旅は発見と変革の旅であり、これから何世代にもわたって大エジプト博物館の廊下を歩く人々にインスピレーションと啓蒙を与え続けるだろう。終わり。ポッドキャストにご視聴いただきありがとうございます。幽霊、神話上の生き物、都市伝説の探求が気に入っていただけましたら、ぜひお友達と共有してください。さらにスリリングなエピソードを購読することを忘れないでください。愛するリスナーの皆さん、次回まで。